아니야. 내가 죽어도 조직은 영원해. 두고 봐라.おい、しっかりしろ。おい、子供を頼む。安心しろ。俺は奴らとは関係ねえんだ。こっから逃げるんだ。その子を渡せ。 오지 마. 아이는 절대 못 줘. やめろ。 이거 놔. 죽게 내버려둬. 何の罪もねえ子を死なせちゃいけねえだろ。あれからもう20年以上経つのか。 함정이 아니야. 내가 죽어도 조직은 영원해. 두고 봐라. 개声で騒ぎやがって。そんなことで俺たちがビビるとでも思ってんのか。待て。てめえらだ。この辺りの店荒らし回ってる中国系のチンピラっての。知ってるのなら話が早い。店の金全部出せ。てめえらに渡す金なんかねえ。力ずくで奪うんなら俺を倒してからにしな。度胸ある日本人ね。てめえらよそもんにこの町を好き勝手させるわけにはいかねえんだよ。さすが店長、すごいっすね。物騒になってきやがった。また1年前のようなとんでもない事件が起きるんすかね。そうなってもらいたくねえんだが、桐生さんがいてくれりゃ。おやっさん、スターダストの前で揉め事があったそうです。相手は関西もんか。いや、たちの悪い外国人だそうです。そうか。若いもんに様子見させますか。放っておけ。しかし近頃わけのわからん連中が。放っておけと言ってんだろ。はい。何が発端で戦争の火種になるかわからねえんだ。関西は本気で関東進出を。近江四天王の一人だった寺田がこっちのトップになったんだ。向こうからすれば面白くはねえ。下手すりゃ東と西の全面戦争になるかもしれんが、今はその時期じゃねえ。若いやつにきつく言っておけ。
勝手に跳ねるんじゃねえとな。はい。こっちから仕掛けるか待ち受けるか。桐生、お前ならどうする？あれから20数年、俺たちはこの時を待ってた。わしにはあんたらの過去などどうでもいい。早いとこ派手にドカンと花火打ち上げてくださいや。そう焦るな。これは闇に葬られた仲間の恨みなんだ。俺たちは待っていたんだ。復讐の時をただひたすら待っていたんだ。その変なこと知ったこっちゃないわ。余計なおしゃべりしとって盗み聞きされたりしてはりませんでしょうな。問題ない。私はこの道のプロだ。盗聴することはあってもされることはない。まあいい。これだけは言うとくが、わしとあんたらは仲間やない。カムロ町を火の海にする目的が一緒なだけや。ことが終わったら赤の他人分かっとるな。ああ、まあ期待していてくれ。火の海にするだけじゃ物足りない。それだけじゃ無駄死にしていった連中が浮かばれやしない。許してくれカズマ。お前の親殺したのは俺なんだ。一夜でもいい、一目でもいいからもう一回カズマに会いたかった。その夢が叶ったの。こんな奴に好きにさせてたまるかよ。最後のけじめくらい俺につけさせろ。やめろ、やめるんだ錦夢か。どうしたの怖い顔して。なんだ、はるかか。どこ行ってたんだ。どうしたその花束。お墓参りに行くって言ってたでしょ。ああ、そうだったな。おじさん、お腹すいた？すぐに朝ごはん作るね。ああ、俺も手伝うよ。いいって、私一人でできるから。この1年で上達したんだからね。そうだったな。ここからはわし一人で。しかし関西の連中に待ち伏せされていたら。ここは人の魂が安らかに眠っとるところや。そこを血で染めるような下品な真似はせんやろ。しかし柏木の頭から保護に抜かりはないようにと言われておりますので。一人で差しで話をしたいもんがおるんや。お前らいつでも道具は抜けるようにしておけ。はい。お母さん、はるか買い物に行ったりご飯作ったり桐生のおじさんと楽しくやってるから安心してね。おやっさん、どうして自分だけが残っちまったんでしょうか。
しかし仇となった今は遥かを立派に育て上げるつもりです。4代目寺田、お久しぶりです。一人で来るとは不用心だな。若いもんは向こうで待たせてあります。どうしても4代目にだけはお話ししておきたいことがありまして。4代目はよしてくれ。俺はもう仇だ。で、何の話だ？実は近江連合の合田会長と杯を交わそうと思っております。杯？近江連合との全面戦争を避けるにはもはやそれしか方法が。そこまで東上会は追い詰められているのか。1年前のあの事件で東上会の内部はガタガタです。戦争となればまた多くの血が流れ、東上会は近江連合に乗っ取られてしまいます。それだけは何とか避けたいと。お前と合田会長では格が違う。向こうがその話を飲むとは思えんがな。十二分に承知しておりますが、しかし寺田、東上会の5代目はお前だ。仇の俺が口を挟むことじゃねえ。先代なら東上会のこの危機をどう乗り越えるかご意見をお聞かせください。先代。お前ら何の真似だ？寺田藩の首いただきに来たんや。関西の送り込んできた鉄砲玉か。東上会のボディーガードは脇が甘いですな。うちの組員たちの。あとは穴掘って埋めるだけですわ。なんやと。ここは墓地や。運ぶ手間省けてええんとちゃいますか。遥かと逃げてくれ。しかしその体に東上界の未来がかかってんだ。俺が相手になってやる。お前らに極道の礼儀ってもんを教えてやるぜ。大丈夫か？かすり傷ですわ。寺田！これを持って近江連合の合田会長のもとへ。お前、わしと桐生さんとでは器が違う。東上界の明日を思えばこれでええんです。これを頼みました。寺田！寺田！寺田！寺田さん。しっかりしろ。寺田！寺田さん。残念ですが、病院についてみないと分かりませんが、おそらく出血多量が原因かと。私しばらくひまわりに行ってる。大切なお仕事があるんでしょう。お仕事が終わったら迎えに来てね。私東上会5代目寺田幸雄は近江連合5代目合田会長と兄弟の契りを交わし、これをもって長きにわたる抗争の終結を強く望むものであります。
まさかこの書状を関西に持っていくつもりですか？大光、落ち着け。親の玉を取った相手のところに出かけて行って杯交わしてくださいなんて笑い話にもなりませんでしょうが。じゃあお前は5代目の仇を討つというのか？やられたらやり返す、それが極道です。兄弟、あんたが勝手に動いてとばっちり食うのはごめんだ。ケツまくるってのか？戦争すんにも金が必要なんだよ。金って、おめえには極道のメンツがねえのか？おだまり。関西へ行くつもりだね。5代目との約束です、姉さん。この一件自分に任せてもらえませんか？桐生、あんたも全面戦争は避けるべきだと考えてるんだね。はい。向こうが話を飲むとは思えんが。それも承知の上です。ですがこれは寺田の遺言なんです。下手したら殺されるよ。覚悟はできています。まさか合田会長と差し違えるつもりじゃないだろうね。相手の出方次第では。あんたまだ11年前の堂島殺しのことにこだわってるのかい？あれは錦山がやったことだろう。あんたの責任じゃない。錦とはガキの頃から一緒でした。血のつながった兄弟よりも絆は強い。錦の残した借りは自分のものです。止めても無駄だね。すみません。分かった。この件はあんたに預けよいやしかし姉さん、本当ですか？でもそれじゃ近江が考え直すことはできないんですか？桐生は東上会のために命かけるって言ってんだ。文句あるやつは今前に出な。杯の話が決裂したら後戻りはできない。東と西の全面戦争だよ。お前もこれでいいね。はい。ですが一つだけ頼みがあります。言ってごらん。関西に行く前にどうしても会いたい人間がいます。誰だい？堂島大吾です。堂島組長とあなたの息子さんです。どうしてだ？寺田が死に東上会は柱を失った。今の東上会を立て直せるのは奴を置いて他にはいません。あいつは暴力や権力に絶対に屈しない男です。今の東上会にはそうした男が必要です。遺言代わりってことかい？そう取ってもらって構いません。あんたですから関西に行く前にどうしても大吾に会っておきたいんです。よした方がいい。なぜですか？大吾はもう昔のあの子じゃない。何があったんですか？大吾が刑務所に入っていたことは知ってるね。はい。5年前と聞きました。あんたが無所にいた頃の話さ。あいつは父親の堂島をあんたに殺されたと思って荒れていた。それでバカやらかしてね。バカ？関西に手を出したんだよ。それで捕まっちまったんだ。服役して
今は出所してカムロ町に帰ってきてるが、毎日浴びるように酒飲んじゃバカみたいに遊んで暮らしているよ。あいつは力の入らない人形みたいになっちまったんだ。まあ会ってみればわかるさ。久しぶりだな。話がある。おお、兄貴に気安く話しかけんな。兄貴？失礼だろうが。あっちへ行ってな。俺はこいつに話があるんだ。兄貴に向かってこいつだと？お前らに用はねえんだ。少しの間席を外してくれ。ふざけるな！席外すのはおめえの方だろうが。ここじゃ店に迷惑がかかる。表いてろ。お前らみたいなやつがまだこの町にいたとはな。何が言いて？身の程知らずってことだ。言うじゃねえか。でもその口すぐに聞けなくしてやるぜ。やれ！お前らに恨みはねえんだ。これ以上怪我させたくねえ。うるさい！そんなもんちらつかせたら遊びじゃ済まねえぞ。やめろ。兄貴、お前らがかなう相手じゃねえ。しかしこいつは。店に戻ってろ。言う通りにしろ。はい。しつけがなってねえな。奴ら射程じゃねえ。兄貴兄貴と言って勝手についてくる連中だ。相変わらず若い奴からの人望はあるんだな。もう他人とつるむのはごめんだ。登場会に戻ってくれ。お前が必要だ。俺にとっちゃ必要のねえ場所だ。ほっといてくれ。話は姉さんから聞いた。そうか。ならなおさらだ。ほっといてくれ。そうはいかない。今は組の存亡がかかってる。登場会がどうなろうと俺には関係ねえ。お前は登場会に恩があるはずだ。今のお前があるのは組と堂島組長がいたからだろう。あんたにそんなこと言われる義理はねえ。俺はな、キリュウさん、あんただけは信用していたんだ。憧れの存在なんだ。けど今は違う。親父が殺されてから徐々に組はおかしくなった。今はもう体張るだけの価値はあの組に残っちゃいない。よくわかってるじゃねえか。ああ、お前の言う通り今の登場会にそんな価値はねえ。幹部連中も金勘定ばかりして昔の意向はなくなった。でもな、俺はまだ信じてんだよ。何をだ？風間のおやっさんや島野、そしてお前のおやっさんがいた頃の強い登場会をもう一度あの頃の登場会に戻るにはお前が必要なんだ。勝手なこと言いやがった。1年前組をめちゃくちゃにしたのはあんただろうが。そうだ。だから俺はその責任を取りに来た。何しやがる。どうだ、少しは目が覚めたか。変わんねえな。昔から力ずくでことを動かそうとする。そうした生き方しかできなかったからな。俺も同じだ。
力で来る者には力で向かっていくだけだ。登場界の運命は全てこいつにかかってる。俺は明日関西へ行く。無傷じゃ帰ってこれないかもしれない。だからお前に留守を任せたいんだ。ふざけんな。自分だけカッコつけてんじゃねえぞ。登場界を頼む。ダメだ。俺も行く。何？俺はな、関西に借りがあるんだよ。借り？5年前罠にはめられたんだ。それ以来俺の人生は曲がっちまった。とにかくその借りを返すまでは俺は極道に戻れねえ。大悟、何を言おうが無駄だ。たとえあんたが行かなくても俺は行くぞ。お前、明日駅のホームで待ってる。じゃあな。お前、5年前誰に喧嘩をふっかけたんだ？近江連合直参合流会2代目会長合田隆二。今から会いに行く近江連合会長合田陣の息子だ。会長の息子？バカだった。俺はそいつの罠にはまったんだ。罠？ああ。5年前合流会はカムロ町にちょくちょく顔出すようになっていた。狙いは旧堂島組か？いや、東条会の幹部だったら誰でもよかったんだ。近江は東条会をつついて関西におびき寄せる腹だった。当時荒れていた俺はまんまと合流会の挑発に乗った。関西に乗り込んだのか？一人でな。合田隆二ってやつと差しの勝負するために関西へ飛んだ。だがそこで待っていたのは薩だった。銃刀法違反でパクられ、臭い飯を5年も食う羽目になった。まああんたの10年に比べりゃまだ短い方だがな。俺はその合田隆二ってやつに借りがある。それを始末しねえと東条会背負って立つなんてできねえんだよ。そうか。言っておくが近江連合ってのは半端じゃねえ。裏でどんな罠仕掛けてるかわからねえ。杯の話用心してかかった方がいいぜ。ああ。お客さんこっちの人やないね。ああ。旅行でこっちへ来たん？いや。じゃあお仕事？まあそんなところだ。
おい、女子の数が少ないやないけ。支配人はどこにおるんや。ちょっと目合わせたらあかん。この辺で有名な薬剤師なんやって。はい、お呼びでしょうか。関西でわしらのテーブルこないに寂しいする店他にないで。すみません。頭下げる暇あんねやったら色っぽい姉ちゃん協賛引っ張ってこんかい。ええ加減にせえ。もうええ。親分さん、ありがとうございます。親分さんさすがやわ。貫禄あるな。当たり前やがな。お前さんこの仕事してて親父のこと知らんのかい。未来の近江連合のドン、関西の龍や。覚えときや。へえ。どないしました？あ、こいつのせいでっか。ちゃうわ。お前今何言うた？は？覚えとらんのかい？席外せ。自分なんか親父さんの前で言うたらあかんことがあるやろ。いや、ええからはよ謝らんかい。すんませんでした。ほら、みっともないで。はよ席座らんかい。山田、悪い、わしと杯交わしてからなんぼや。2年です。そうか。親父。で、さっき言うたこと思い出したんかい。いや。まあ、飲めや。はい、いただきます。これで思い出したやろ。はよ言うてみいや、これ。関西の竜。関西の竜って言ったんだ。ちょっとあんた。落ち着かねえ店だ。待てや、我よくも口にしたの。おめえらがもう一度聞きてえと言ったからだ。人の話盗み聞きしくさってこら。あれだけでかい声で喋られたら嫌でも耳に入るぜ。踊れなめくさって大阪湾に沈めたのか。覚悟せえや。お見事や。すまんことしたわ。うちの若い衆は血の気が多くての。もうお帰りですか。お前らといると酒がまずくなる。あんたは大した男や。気に入った。さっきのお詫びとしておごらせてくださいや。断る。近江合流会のおごりですせ。わしの顔立てたってくださいや。合流会。よっしゃ、この店で一番高い酒持ってこいや。はい。
ほんまにええ度胸しとるわ。うちの組にもあんたほどの男はおりませんわ。関東の方やな。ああ、そうやろな。あんたほどの人が関西におったらすぐに噂が広まりますさかいに。お近づきの印にお名前教えてもらえまへんやろか。これは失礼。わしは近江連合合流会2代目の合田隆二と申します。合田。近江連合ぐらいはご存知でしょうが、日本で一番有名な大門ですさかいに。ああ。で、お名前は？名乗るほどのものじゃねえ。わしもこうして腹割って話しとるんです。名前ぐらい教えてもろてもええやないですか。桐生一馬だ。堂島の龍、東上界の桐生一馬さんですか？いや、そんな男は知らねえ。兄さんも人が悪いわ。驚かさんといてください。まあでも本物なわけないわな。本物やったらこんなところで酒飲んでられるわけないわ。どうしてだ？本物やったら今頃それどころやない。必死こいて戦争の準備しとるはずや。ああ、せや。せっかくやから教えますわ。さっきわしが切れたわけ。なんだ？わし、関西の龍と呼ばれんのが気に入らんのです。龍はまだええ。関西が嫌なんです。龍に関西も堂島もありゃしません。極道の世界で龍と呼ばれる男は一匹でええんですわ。あんたもそう思いますやろ。まあな。あんたとは気が合いますな。これも何かの縁や。ついでにもっとええ話教えさせてもらいます。今夜の12時ちょうど、カムロ町に派手な花火がドカンと一発打ち上がるんです。花火？わしが仕掛けた花火です。一世一代の祭りが始まるんや。祭り？その幕開けの花火がカムロ町に上がるんや。そして明日、堂島の龍は死ぬ。何？それでわしは本物の龍になる。少し喋りすぎました。まあ桐生さんはごゆるりとくつろいでってください。ああ、そう。一つ言い忘れましたわ。明日出かけるなら香水の一つでもつけていった方がよろしい。どういう意味だ？あんたの体からプンプン匂うんですわ。血の香りが。桐生一馬さん。ほな。仕掛けた花火。12時。一体何が始まるんだ？先ほど午前0時に
カムロ町のミレニアムタワーで爆発が起きた模様です。詳しいことはまだ分かっていませんが、爆発が起こったフロアには暴力団関連の事務所があるとの情報もあり、事故以外の可能性もあるとのことです。これが花火。ついに始まったか。ああ、須藤です。ええ、残念ですが倉橋課長の読み通りとなってしまいました。いや、まだ関西とのつながりは分かりません。ええ、そうです。やはり海外の組織が関係しているのではないかと思いまして。そうですか。わかりました。では私の方も手配します。ええ、あの任務は伊達さん以外にこなせませんから。はい、では。刑事さん、わしゃ肩着を脅かすようなことはしまへんで。なんかの間違いとちゃいますか？喫茶店で小島不動産の社長に会うた時、テーブルを叩いたそうやないか。あら、叩いたうちに入れまへんがな。ちょっとこうやってポーンとやっただけですわ。立派な恐喝罪や。冗談やないで。そないなことでいちいち引っ張られとったらわしら飯食うていきまへんがな。しょうもない大門ちらつかせられれば一般市民はそれだけで怯えるもんや。しょうもない大門やと？女やと思っておとなしいしとったら図に乗りやがって。何が人気や。何さらすんや。ヤクザやったらこそこそしのぎせんと体張って稼がんかい。連行や。恐喝、傷害、脱税、署で徹底的にあぶり出したるわ。何さらすんじゃこのボケ。公務執行妨害のおまけ付きや。オウム連合と東上会が杯交わせた？私たちが掴んだ情報では。ほんで天下の警視庁班は府警に何せ言うんでっか？桐生の身柄を確保していただきたい。あ？もし杯の話がこじれて桐生が殺されでもしたら、泥沼の抗争になるのは間違いありませんから。つまりわしら警察がヤクザの身辺保護をせえちゅうことでんな。ええ、とにかく時間がありませんのでよろしくお願いします。ほんま勝手なことばっかり抜かしやがって。課長、誰からですか？ああ、警視庁の4課長からや。ヤクザの身辺保護とはどういうことなんですか？桐生一馬が関西に乗り込んできたんやと。桐生ってああ、せや東上会の4代目や。あいつにこっちで死なれでもしたら西と東の大戦争や。せやからわしらに身辺保護をせいちゅうとんねや。ほんまアホらしい。その任務私にやらせてください。あかんあかん。お前に任せたら身辺保護どころやないわ。チャンスやと思いませんか？チャンス？桐生一馬の命を守る、その名目さえあれば私が関東で捜査しても問題ないということですよね。なんじゃい。お前の狙いは関東に乗り込んで府警4課の力を見せつけて警視庁を見返しちゃろっちゅうてのか。展開によっては総動員体制も取れます。それはおもろいな。さしずめ
府警四課の関東進出やな。じゃあ私に。おいちょっと待てや。お前登場会にこだわっとるんと違うやろな。違います。私は府警四課の主任として言ってるまでです。ほんまやな。はい。分かった。ほな一丁行ってこいや。はい。昨日の爆発、風間組の事務所は粉々に吹っ飛んだそうだが、柏木組長は無事だそうだ。そうか。近江連合の仕業じゃねえだろうな。おそらく合田隆二だ。ええ。ああ、昨日蒼天堀であった。本当か？お待ちしておりました。行くぞ。ご苦労様です。ご苦労様です。遠方からようこそお越しくださいました。五代目近江連合会長の合田仁と申します。桐生四代目の噂は金がねえ。ご丁寧な挨拶痛み入ります。登場会四代目桐生一馬です。堅苦しい挨拶を終わりにして近江連合の執行部を紹介しましょう。私の横におるんが総本部長の高島です。本部長やった寺田の後任となります。よろしくお願いします。寺田の。ええ、寺田。いや、登場会五代目とは兄弟分でした。この度は誠に残念でした。次に。ちょっと待った。おい、そこのあんた、今なんて言った？残念だと。何寝ぼけたこと言ってんだ。お前らがやったんだろうが。寺田を殺したのは確かに近江の系列です。ですが本家の命令ではありません。ふざけんな。そんな言い逃れが通用するか。ギャーギャー騒ぐなや兄ちゃん。ああ、ええか、こういう会合には核っちゅうもんがあるんや。兄ちゃんみたいな人間が来るとこちゃうんや。せやろ、登場の四代目藩。やめろ戦国、失礼だろ。すみません。こちらが無礼をいたしました。寺田の一件に関してはほんまに申し訳ない。上座からですがお詫び申し上げます。ちょっと待った。謝る必要なんてあらへん。もともと寺田はうちの人間やったんや。組織裏切った人間、夜行が似ようがこっちの勝手でしてる。戦国、臭い芝居はやめろ。はあ？あんたら全員本当に悪いと思ってんのか？合田さんよ。あんた1年前寺田の背後で政治家の神宮とつるんで登場会乗っ取ろうとしたじゃねえか。知らねえとは言わせねえぞ。確かに。ですがあれは私や執行部の仕業ではありまへん。なんだと？今さら何言ってんだ？
桐生さん、堂島さん、ゴーダの口からは申し上げにくい話なので、私の方から説明いたします。実は1年前の神宮との件は直参合流会会長が独断で行ったことなんです。何？龍二が？龍二をご存知でしたか？彼は親父の実子です。親の心子知らずとはこのことで、奴は近江の大門を使って勝手な行動を次々。寺田襲撃を実行したのも合流会によるものかと思います。では龍二が寺田殺しを命令したと？おそらくは。アホらしい。やっとられるわ。戦国。まあ、あとは勝手にやっとくんなはれ。寺田の香典が必要やったら声かけてくださいや。10億でも20億でも用意しますさかい。ほな。桐生さん、これが近江連合の現状です。直参120、構成員3万5000。巨大になりすぎた組織を統制するのは至難の業です。5代目。この高島は若うて器量もある。寺田もそうやった。ですがね、今の戦国や龍二のように他の若い連中は言うことを聞かへん。豪田さん、桐生さん、寺田を失うたんは東条近江関係なく痛いことや。今こそ東と西の力を均衡させることで争いの種を取り除きたいと私は思ってる。東と西のですか？そうです。桐生さん、あんたならそれができる。ぜひ東条会を立て直してください。そのために近江連合の力が必要なら私は喜んで力になります。これは寺田から預かった書状です。あいつは合田会長との杯を願っていました。寺田。東条会としては寺田の願いに従い近江との五分の杯を望んでいます。受けていただけますか？お受けいたします。そうですか。ではすぐにでも東条会5代目代行の堂島弥生をこちらに向かわせます。いや、そうはいきまへん。今度はこちらから出向く番です。カムロ町へ行きましょう。はい、ありがとうございます。やっぱりあんた本物の堂島の竜やったんや。桐生は龍二。近江と東条が五分の杯やった。8にや91の間違いとちゃうんか。お前何しに来た？お前は執行部の人間やない。あ？何や？俺を覚えているだろう。知らん。お前に5年前はめられた堂島宗平の息子大悟だよ。知らんちゅうとるやろが。杯なんて関係ねえ。俺はお前に借りを返さなきゃならねえんだよ。雑魚なんぞ覚えてられるか。邪魔やねん。そこで寝とけ。どないする気や？やれ！何をする？どういうことや？お前ここどこだと思ってんだ？何言うてまんねん。近江連合の本部だぞ。そないなことは分かっとりまんが。
わしらはクーデターを起こしに来とんのやから。なんだと？今東上会さんにうちの親父と話させるわけにはいきませんね。杯なんぞ交わしてしもたわしの計画がパーや。お前の狙いはやはり戦争なのか？そうや、西と東の大戦争。それこそがわしの狙いや。それともう一つ。俺か？その通り、あんたの首や。悪いがその価値があるか試させてもらいますぜ。いや、さすがでんな。昨日よりも迫力あるわ。やっぱこれぐらい強ないとやりがいがないってもんです。何するすんじゃ悪い。お前の好きにはさせねえぜ。俺との勝負が先だろうが。桐生さん、悪いがこいつは俺がやる。あんたは合田会長。分かった。意外にやるやないか。まあやろ。そないに死にたいんだ。先にやったらやないかいボケが。桐生さん、息子の失態あんたに助けていただくとはお詫びのしようもありまへん。東条も近江も関係ありません。お気になさらず。しっかりしろ。桐生さん、やっぱあの男ただもんじゃねえ。勝負はまだついとらんやろうが。大悟、お前は合田会長を連れて東上会へ行け。そいつとの蹴りは俺が。今合田会長が東上会と杯を交わす方が先決だ。それにお前をここで死なすわけにはいかない。けどこのままじゃ。ここは俺の言う通りにしろ。分かった。やっと二人きりになれたの。会長は東上会が預かる。この杯絶対に邪魔はさせねえ。まああんたを倒して奪い返しゃええだけの話。やってみるか。ああ、本物の竜はどっちか。決着つけようやないか。ここがあんたの墓場や。まだ勝負は終わっとらんわ。俺は対等じゃねえ勝負は嫌いなんだ。なんやと？お前は大悟とやり合った。あいつは強い。まともな状態じゃねえはずだ。どっちかが死ぬまで勝負は終わらへんわ。くそげ、覚えとけ。勝負はまだ終わっとらんで。
部内の全員連行や。はい。桐生一馬さんですね。そうだ。府警4課の佐山薫です。あなたを傷害の現行犯で逮捕します。よう、悪かったな。失礼ですが、伊達刑事ですか？あ？まあそうだが。やっぱりそうでしたか。私、伊達刑事のファンなんです。ファン？どういうことだ1年前の事件で本庁の命令も聞かずに単独捜査。ついには神宮のマネーロンダリングの真相を暴いた伝説の刑事さんだって噂有名なんですよ。ちょっと待て。事件を解決したのは俺じゃない。それに今はデカでもないんだぞ。知ってます。事件後刑事を自ら辞職、辞表をカムロ署署長に投げつけた後一発殴ったって話も聞いてますよ。まったくどうなってんだか。伝説の刑事。ん？カムロ町で誓った極道との友情、人気者じゃねえか。あ、河原警部補。お嬢ちゃん、こういった提案に憧れるってのは良くない傾向だな。本庁勤務ならもっと真面目なキャリア組の連中を持ち上げといた方が身のためだな。鬼瓦、あんたどうしてここに？知らなかったか。俺は今公安所属のデカなんだ。あれだけ銃をぶっ放していた男が公安のデカか。ふざけた話だ。人聞きの悪いこと言うな。もう昔の話じゃねえか。俺にとっちゃ今でも昨日のことのように思い出すぜ。目の前で容疑者を殺されたのがそんなにトラウマになってんのか。まあな。でも今はもう関係ねえ。あんたと会うことももうないはずだ。待てよ。それがそうもいかねえんだ。あ？お前須藤に呼ばれてきたんだろ。奴が待ってる。一緒に来い。地下3階か。随分とおかしな場所に連れてくんだな。不安か。まあな。何しろここは良くない噂ばかり流れていたからな。地下3階13号資料室。警視庁は風の間ってやつか。なあ、不祥事の間とも言われてた。おう、連れてきたぜ。伊達さん、わざわざご足労いただいて申し訳ありません。ああ。紹介します。こちら公安部外事2課課長の倉橋警視正です。伊達さんの噂は金がね。倉橋です。公安2課？どうしてアジア専門の公安2課がここに？実は昨日も伊達さんに連絡したように、今我々4課は近江連合の動きを追っています。ああ、寺田が殺された一件だろ。はい。ですが裏に海外、特に中国韓国系の組織が絡んでいるのではないかと。海外マフィアってことか。実は私たち2課は1年ほど前からアジア系マフィアの調査を進めてまして、近々何か大きな動きがあるという情報を掴んでいましてね。予想はしてたんですよ。こんな事件が起こるんじゃないかってことを。なんだって？私は倉橋課長から内々に要請を受けまして、数週間前から神室町の様子を探っていました。すると爆発は起こった。そうです。予想は的中してしまったわけです。だがそれが4課のお前と何の関係があるんだ？5代目近江連合直参合流会2代目会長
合田隆二という男です。合田隆二。寺田殺害を実行したと思われる近江連合の実力者です。この男がどうした？実はその合田が爆発をほのめかす電話をしていたとの情報がありまして。これだけは言うとくが、わしとあんたらは仲間やない。カムロ町を火の海にする目的が一緒なだけや。ことが終わったら赤の他人、分かっとるな。はあ、まあ期待していてくれ。この関西弁の男が合田隆二本人と思われます。なるほど。じゃあ4課と2課はこのもう一人の男が何者なのかを探ってるのか？そうです。この男の正体を探り出し、近江連合とつながっている組織を明らかにするのが狙いです。会話の場所は？全てのノイズを除去してみましたが、場所の特定までには至ってません。で、俺じゃなきゃできない任務ってのは何なんだ？実は伊達さんにはこの男に近づいていただきたいと思いまして。え？こいつは？そうです。伊達さんもよくご存知の男です。カムロ町でスターダストというホストクラブを経営する男、源氏名和樹です。どうして和樹を？実は半年ほど前、一度だけ合田隆二がカムロ町にやってきたことがありまして、その時接触したのが和樹なんです。だがそれだけで？それだけじゃないんです。彼には和樹という名前の他に別の本名がありまして。本名？鑑真宇。彼はれっきとした韓国人なんです。伊達さんにはそれとなく和樹に近づいて揺さぶりをかけてほしいんです。彼が韓国組織の構成員なのかどうか、それを探ってみてください。あなたと彼の間には1年前の事件で培った信用があります。これはあなたにしかできない任務なんですよ。俺だけどこへ連れてくんだ？おい、聞いてんのか？ここまで来ればもう大丈夫だわ。どういうことだ？傷害罪は表向きの口実。あなたの身辺保護を頼まれたのよ。身辺保護？逃げようとしたら即座に逮捕するわ。せよ！どこを撃たれた？大したことないわ。弾丸が貫通してない。このままじゃ危険だ。おい、近くの病院はどこだ？蒼天堀。何？蒼天堀にある葵っていうスナックへ。あんた誰や？桐生というものだが。はっ、ちょこちょこ担当買いやがってほんまに。そんなようなことしたかてな、払えんもんは払えんよ。え？あんたみかじめ取りなんちゃうん？狭山薫って女知ってるな？薫が？どないしたん？怪我をしてる。どこにおるんや？車に待たせてある。はよ連れてこんかいな。病院にいたのか？手慣れたもんだったな。かなり昔のことや。やっぱりか。狭山とはかなり親しいようだな。親しい？
当たり前や。うちはこの子の親や。え？まあ血はつながってへんけどな。一応これでも母親や。義理の母親ってことか。そういうよりも育ての親っちゅう方が近いな。この子孤児やねん。孤児？生まれてすぐ両親が死んでもうてな。そやからうちが育てたんや。そうか、道理でな。どないしたん？いや、実は撃たれた時、あいつは葵って店に行けと言ったんだ。それが何なん？普通人間はああいう状況下で店の名前を言わない。母親や父親のことを先に言うんだ。へえ、そういうもんなん？なんでわかるん？俺も孤児だったからな。そうか。まあ薫にとったらうちはほんまのおかんちゃうしな。すまん、気に障ったか。ああ、いえ、気にせんといて。うちは全くそういうの気にせえへんから。そうか。そんなことよりあんた薫と同業？それとも探偵さんかなんか？いや、そんな立派なもんじゃねえ。なんなん？まあ警察の敵って言ったところだ。え？ママ、おしゃべりしすぎやで。痛むか？あんたに心配される筋合いじゃないわ。あんたちょっとここまで運んでくれはったんやで。礼ぐらい言うたらどないやの。ヤクザ風情に礼言うほど私も落ちちゃないわ。あんたほんまにな。まあいい、それだけ口が聞けりゃもう大丈夫だ。しかし郷田隆二がこれほど手回しがいいとは思わなかった。これは郷田隆二の仕業じゃないわ。え？合流会は力で相手をとことん追い詰めてとどめを刺す。それが奴らのやり方よ。こんなプロの殺し屋を雇うような手の込んだ真似はしないわ。プロの殺し屋？あの距離からライフルを扱える者はそうはいないわ。それにこの弾丸、どうかしたのか？通常のライフルで使用する弾丸よりも口径が小さい。殺すつもりじゃなかったのかもしれないわ。つまり相手は俺を脅そうと。さあ、わからないわ。それは直接犯人から聞くしかないわね。どこ行くの？雇い主を探す。このままじゃ俺は誰と戦えばいいかわからないからな。それならこれ持って小副長の雀荘へ行きなさい。情報屋か？三人宅で撃っているちゃんちゃんこを着た男。あなたがレートはと聞くと、向こうがいつもどのくらいで撃ってると聞き返す。そこであなたはあんたに任せると答える。あんたに任せるか？そう。そしたら相手はデタラメなレートを言うわ。とにかくそれを受けて。分かった。ちょっと待って。一言言っておくけど、あなたは府警の監視下にあるのよ。逃げるような真似しないでね。私の電話一本で即座に逮捕できるんだから。分かったわね。ああ。こら近江高島会や。高島？寺田、いや東上会5代目とは兄弟分でした。そうや。この弾丸大陸からの密輸入でしか使用できへんタイプの特殊なもんや。今関西でこのルートから武器を調達しとるんは近江高島会しかない。高島が他に流してるという線は？ないな。
あの高島っちゅうやっちゃそないな危ない橋は渡らんのや。他に流して足つくような真似はせん。密輸はあくまで安うてええ武器を手に入れる手段でしかないんや。だがどうしてそこまで分かっていて警察は動かないんだ。さあな、そらわしにもわからん。だがおっと、あかんあかん。これ以上は言えまへんわ。わしが話せんのはここまでや。なぜ高島が。じゃあ計画は成功したんだな。はい。親父の指示通り軽く怪我させる程度に。弾はどうした？それも手はず通りです。あの桐生って男がよほどのバカじゃない限り、車内に残った弾からうちの仕業だと気がつくでしょう。そうか。でもどうしてこのようなことを。これで奴は誰も信じることができなくなる。今はそれだけで十分だ。わかりました。で、この後はどうしましょうか。しばらくの間待機だ。このまま泳がしとけ。時間はある。はい。それでは。なあお前、電話しとったんかい。取り調べなめとんのか。単なるビジネスの話ですよ。私もいろいろ忙しいんで。極道風情がカッコつけんなよ。こっちは裏でお前が汚いことぎょうさんやっとんの知っとんのじゃ。噂やと己んとこの組織がライフル密輸しとるそうやないか。任意の取り調べですよね。お答えする義務はないはずですが、別件の取り調べでもやるつもりですか？いや、こっちは被害者なんですよ。捕まえるなら桐生一馬の方なんじゃないですか。他の幹部連中の話と違うがな。お前桐生の味方ちゃうんか。まさか。近江は被害者です。さっさと桐生をあの女刑事さんに捕まえさせてくださいよ。簡単な話ですよね。お前なんで裁判のこと。まあいいでしょう。ところで別所さん、本部長から何かお達しがあったんじゃないですか？ああ、そうや。ご丁重にお帰りいただけって言われたわ。もう帰って。釈放や。そうですか。では。高島、お前何企んどるか知らんが、南部府警の上層部と繋がっとっても逃げられへんど。合流会の肩持つような真似しくさったらすぐに同じや。分かっとんな。別所さん、もう極道と警察が喧嘩する時代は終わったんですよ。まだ教えてもらいたいことがある。なんや。さっきの続きだ。高島の裏を教えてくれ。別料金や。それにちっとばかり値がはんで。いくらだ？30万や。え？ほんまでっか？わかりました。世話になったな。ああ、待てや。桐生一馬さん。どうして俺の名前を。あんた1億円になってしもたわ。なんだと。懸賞金や。悪思わんといてな。その首に1億がかかっとりゃ誰でも目が血走るわな。1億とは随分安く見られたもんだな。まあ東上界先代の首としちゃ安いかもしれへんけど、わしらにとったら大金や。死んでもらうで。
俺の首に懸賞金をかけたのは誰だ？知るか。やめろ。戦国組や。あの戦国のことか。そうや。まあ、あとは勝手にやっとくんなはれ。寺田の香典が必要やったら声かけてくださいや。郷田高島戦国に狙われて、あんた八方塞がりやで。どうして俺の首を？あんたは跡目争いのゴールなんや。俺が？そうか。ほな雀荘で桐生を仕留めることはできへんかったっちゅうこっちゃな。わかった。せっかくあの女デカの情報源を先取りして銭に困った情報屋連中を焚きつけたんですが。ああ、ないな素人。桐生の首は取れん。次の手打ちますか？まあええんや。少しは大阪で遊ばしたれや。せやけどこのままやったら合流会に遅れとりますぜ。あの若者に何ができるっちゅうねん。所詮正面からドンパチやらかして無所行きがええとこや。あのキリっちゅうやつ絶対にカムロ町に戻る。そうなればあの若者も後を追うはずや。その前にこの10億カムロ町にばらまいてこいや。わかりました。このままやったら体が持たへんよ。ほっといて。なんであんたはそうやって無茶すんの？ママが何も話してくれへんからやないか。何遍も言うてるやんか。あんたの両親とヤクザは関係ないって。だったら教えてよ。私の本当の親は誰なの？はあ、もうこの話はええわ。とにかく私はあの桐生一馬を追いかける。なんでや？あの男が東上界の人間だからよ。東上界？彼の身辺保護をすれば東上界に近づける。そうすれば過去に何があったか調べることができるわ。カール、あんたまだ痛むか？もうなんともないわ。水一杯くれねえか？狭山です。あ、はい。ちょっと怪我をしまして。はい。はい、一緒です。え？あ、はい、わかりました。うちの課長から。え？桐生だ。府警4課の別所や。うちの狭山から捜査の話は聞いとるな。ああ。だが俺に何の用だ？聞いて腰抜かすなや。あんたの連れと合田会長がどこぞの連中に誘拐されよった。なんだと？駆けつけたうちの捜査員にあいつらマシンガンぶっ放して逃げよったそうや。合流会か？いや、それが外国語を喋っとったそうや。心当たりあるか？いや。そうか。ほんならええわ。それが知りたかっただけや。それよりさっさとカムロ町へ戻った方がええんやないか？カムロ町に？だがこのまま大悟と会長をほっとくわけにはいかない。逃げた車のナンバーはカムロ町方面のナンバーやったそうや。何？わしが言えんのはそこまでや。立場もあるしの。分かった。恩に切る。ええか。
お前の玉、四花と狭山が握ってるっちゅうのを忘れんなよ。分かった。ほな。カムロ町へ帰る。え？府警の管轄外だ。お前は残ってもいいんだぞ。あなたの身辺保護を頼まれた以上管轄なんてないわ。私も行くわ。勝手にしろ。どうしたんだ？大丈夫よ。ちょっとめまいがしただけ。まだ熱が引いてないんだな。大丈夫って言ってるでしょ。ほっといてよ。やめてよ。恥ずかしいじゃない。うるさい。ちょっとそこまで行くだけだ。ここはどこ？俺の馴染みの店だったところだ。そう。無理してついてくるからこうなるんだ。休めばすぐに良くなるわ。あれから営業はしてないようだが、電気は使えるようだ。合流会がクーデターを？合田隆二は何が何でも関東と関西の全面戦争に持ち込む腹積もりです。二人を連れ去った海外組織の正体は分かったのか？いいえ。それで大悟を連れ去ったその男は深夜の1時天野ビルに一人で来いと言ったんだね。はい。これは罠だよ。分かっています。ですが行かないことには相手の素性も狙いもつかむことができません。そりゃそうだがね。その海外組織と合流会が裏でつながっているのか？間違いないでしょう。合田会長と大悟を誘拐するのは合流会以外に考えられませんから。俺の組事務所を爆破したのもその海外組織の仕業か？ということはカムロ町に詳しい組織に違いない。それならなおさら一人で行くのは危険だ。進藤、天野ビルがあるところはお前の島内だったね。相手に気づかれないように桐生の警護をしてやってくれ。お断りします。どういうことだ？うちの若い衆は桐生のおじきに組み潰されかけた恨みを忘れちゃいません。ですから警護なの。バカ野郎、あれは錦山が裏切ったからだろうが。そのことは重々承知しております。しかし自分たちは錦山の親父に惚れてこの世界に足踏み入れたんです。今でも親父に対する思いは変わりないんです。組の方針に従えないのかい？たとえ登場界の大門を外されようと、それだけ。分かった。錦の男気を一番よく知っているのは俺だ。お前たちの気持ちはよくわかる。ただ一つだけ聞いておく。何でしょうか？俺に対する恨み以外腹の中に包み隠してるもんはないだろう。ありません。そうか。それなら失礼します。
ええ。ああ。うん？はい。おい。はい。ああ。はい。おい。何？いや。帰ったぞ。おい、どこにいるんだ？どこへ行ったんだ？ああ、さっぱりした。汗で体中がベタベタしてたからサウナにでも行こうと思ったんだけど、隣の店にシャワーがあったから勝手に使わせてもらったわ。そうか。多分昔風俗店だったんでしょ。狭いフロアにあんなにシャワールームを設置して。関西なら一発で検挙だわね。体はもう大丈夫なのか？やっと熱が引いたわ。傷口ももう痛まなくなったし、これでいつものように動けるわ。まだ無理しない方がいい。買い物ありがとうね。なあ。ん？登場界の過去を調べるために俺に近づいたと言ってたな。彼の身辺保護をすれば登場界に近づける。そうすれば過去に何があったか調べることができるわ。盗み聞きするつもりはなかった。そこまで分かっていてなぜカムロ町に連れてきたの？登場界と聞いたからな。興味があるの？まあな。何があったのか教えてくれ。ママが話していた通り、私は本当の親を知らないまま育ってきたの。小さい頃から病気で死んだと聞かされていたけど、ママが何か隠していることは薄々感じてた。そんな時ママが電話で怒鳴っているのを聞いちゃってね。なんて言ってたんだ？薫は登場界のせいで不幸になったってね。登場界のせいで？あの時ママは私の過去を知っている人と話をしてたんだと思う。それから十数年、何度となくママにそのことを聞いても何も教えてくれない。そんなこと聞いても幸せになれないって言うばかり。お前の勘違いってことはないのか？ママの反応を見ればわかるわ。絶対に何かを隠してる。でもママを問い詰め続けるのは私も辛い。だから警察官になって自分自身で調べる道を選んだの。お前は両親を登場界に殺されたと思っているのか？
これだけ自分の生い立ちを隠されたらそう推測するのが普通でしょ。それを確かめるために身辺保護の名目で俺に近づいたってわけか。相手に手の内がバレちゃ刑事失格よね。お前の気持ちわからないでもない。え？俺にも隠された過去があったんだ。隠された過去？ああ、だが俺はそれを知ってしまったことで苦しかった。知らない方が良かったとさえ思った。もしかしたら人間には知らなくてもいい過去があるんじゃないのか。それは自分の過去を知っている人間のセリフよ。そうかもしれないな。ここなの？俺も初めは信じられなかった。1年前とは全く違う。前はどんな感じだったの？ホームレスのたまり場だった。何かの工事をしているようね。ああ、久しぶりですね、桐生さん。ボスは地下の一番奥でお待ちしています。どうぞ。お兄さん、私と遊びましょうよ。地下にこんな街があるなんて。驚くのはまだ早い。桐生だ。誰かいるのか？いるのは分かってるんだ。出てきてくれ。待ってたで。桐生ちゃん。桐生ちゃんが仇になってしもうて、この1年めっちゃ寂しかったわ。せやけど桐生ちゃんなら絶対にこの町に帰ってくると思っとったで。何この人。元東上会島の組の若頭、俺の兄貴分だった人だ。1年前の事件にも絡んでる。久しぶりだな、真島の兄さん。なんや桐生ちゃん、もう女作ったんかい。このすけこましが。誤解すんな。照れることないやんけ。なあ姉ちゃん。府警第4課主任佐山薫です。よろしく。府警4課？姉ちゃんデカなんか？桐生ちゃんどないなってんねん。それよりどうしてあんたここにいるんだ？ここの前の親分がいなくなったからや。花屋が？花屋？ああ、1年前ここにいた伝説の情報屋の名前だ。せや、通称サイの花屋。元警官のおっさんや。なんや情報を渡すときに花束使うてたらそないな名前になってもうたらしいわ。花屋はどうしてるんだ？表の人間になったらしいわ。表？なんや警察の下請けでカムロ町のモニター映像から情報提供をやってるらしいわ。まある意味花屋にとっちゃ元の鞘に戻ったってだけのことなんやがな。つまり警察関係者になったってことか。そうや。それがきっかけでサイの河原は機能せんようになったんや。そこで俺は真島建設を立ち上げてカムロ町ヒルズの建設事業を請け負った。カムロ町ヒルズ？
上に立っとったやろうが。バカでっかいビルの鉄骨が。あれがカムロ町ヒルズや。まあ俺のほんまの狙いはそれに乗じてこの地下街を丸ごといただくことやったんやがな。あんたも意外に頭が回るんだな。せやろ。で今日は何の用や。登場会に戻ってくれ。かしこまって。何アホなこと言うてんねん。桐生ちゃんに冗談は似合わんわ。本気だ。今の登場会にはあんたが必要なんだ。戻ってくれ。お断りや。頼む。やめや桐生ちゃん。俺は桐生ちゃんのそないな姿見とうないんや。頼む真島の兄さん。登場会を救うには真島組の力が必要なんだ。頼む。しゃあないな。それなら一つ条件があるわ。なんだ。桐生ちゃんにしかできへん仕事や。まさか。せやトーナメントや。で引き受けるか。トーナメント？どういうこと？すぐに終わる。先にセレナに戻っていてくれ。Ladies and gentlemen、 ついにあの堂島の竜がこのリングに帰ってきました。親殺しと言われた10年、その屈辱を乗り越えこの町の危機を救い出した伝説の男、前年度地下闘技場メイン王者桐生一馬。対するはこのトーナメントで今一番旬な男、勢いに乗るブラジルの超新星ロブソン・カエタノ・ダ・シューバー。さあ1年という時を経て戻ってきたチャンピオン、戦いの女神はどちらに微笑むのでしょうか。今ゴングです。勝者桐生一馬。伝説のチャンピオンは衰えを知りません。さあ次の対戦者はこちらも帰ってきた伝説の男です。1年前までこのリングに君臨した絶対王者ゲイリー・バスター・ホームズ。奇遇ですね、桐生さん。宗空氏と安楽氏、お好みは？相変わらず日本語分かってねえな。伝説の極道 vs 伝説の元王者、注目の一戦、今ゴングです。桐生強すぎる。進化した元王者を相手に完全勝利です。さあいよいよ決勝戦、そろそろあの男がやってくるはずです。現地下闘技場チャンピオン真島五郎。半年前このリングに突如現れた島野の強肩は今もなお負けるということを知りません。度肝を抜く入場パフォーマンス、圧倒的な強さ。彼を倒すことができるのは果たして桐生なのでしょうか。今リングインです。どうや桐生ちゃん、かっこいいやろ。たくあんただけは読めねえな。さあ今度は正々堂々勝負しようやないか。今ゴングです。ほらや
がキルチェンや。相変わらずごっついの。約束だ。登場会に戻ってくれ。まあ祝いの酒でも飲みながらゆっくり話そうや。おい。おう。いや。あ？お？ああ。ああ。お？ああ。はあ。ん？ああ。何？あんた、寺田を信用してなかったのか？せや、奴は周りで言うほど立派な極道やなかったわ。どういうことだ？寺田は自分の言うことに従うイエスマンしか周りに置かんかったんや。俺や柏木のおっさんとかの御三衆は真っ先にのけもん扱いにされた。柏木さんも？そうや。若頭代行なんぞ言うとるが実際はお飾りや。ミレニアムタワーにでっかい事務所作っても寺田の命令なしには一切動くことはできんかった。俺はそんな寺田のやり方に嫌気がさして組み割ったんや。まさか寺田がそんな男だったとは。まあ人の腹ん中までは探れへんちゅうことや。ケルちゃん、人を信じるのもええけど気ぃつけなあかんね。12時を過ぎたわよ。堂島大吾が1時にあなたのお迎えを待ってるんじゃないの？何のんびりしてんのよ。行かなくていいの？なあ、お前は怖くないのか？何が？隠された自分の過去を調べることだ。どうしてそんなこと聞くの？実はな、俺の両親は登場会に殺されたんだ。え？1年前に知った。両親を手にかけたのは俺をこの道に導いてくれた風間慎太郎というおやっさんだった。それがさっき言ってたあなたの過去なのね。俺は風間のおやっさんを本当の親と思って育ってきたから許すことができた。だがあんたはどうだ？私だったら両親を殺した人間を知ったらそれがたとえ誰であっても許すことはできないと思う。正直怖いわ、過去を知るのって。でもいいの、それが私が選んだ道だから。そうか。なら俺を利用すればいい。俺に張り付いて登場会を探れ。それがあんたの過去を探る近道だったらな。本気なの？あなた登場会の人間だったんじゃないの？そんなこと言ってもいいの？俺は極道だって自分を誇りに思っちゃいない。
もしあなたが関係してたら。そん時は迷わず俺に向かって引き金を引けばいい。あんたはその相手を許すつもりはないんだろう。そうね、そうするわ。どこへ行くんだ？仕事よ。仕事？あなたの身辺保護。さあ行くわよ。本当にお久しぶりですね。ああ、あれから1年だ。あの時は伊達さんにはお世話になりました。いや、こっちこそ鞘のことで世話になった。鞘？俺の一人娘だ。鞘ちゃん、お元気ですか？毎日楽しそうに美容院の専門学校に通ってる。そりゃよかった。しかし初めて会った時はチンピラみたいだったが、店長らしくなったもんだ。いや、まだまだ勉強することがたくさんあります。いらっしゃいませ。おお、久しぶりだな。こちら俺の昔の先輩で警視庁の河原さんだ。あんたが和樹さんか。よろしくな。警視庁？よろしくお願いします。不愛想なおっさん2人で押しかけて悪かったな。いいえ。ところで今日はどんなご用件で？お前だけに話があるんだ。あ、俺つまみを用意してきます。お話とは？今から1時間後の午前1時、ここへ捜査陣がガサ入れに来る。え？どうしてうちの店に？ここだけじゃない。めぼしい風俗店、飲み屋、カジノがターゲットだ。何かあったんですか？この前のミレニアムタワーの爆破だ。確かな情報によると、どうやら外国人の組織が欲しいらしい。外国人の組織？あれだけ派手にやられりゃ警視庁のメンツは丸つぶれだ。そこでだ、400人の捜査陣を動員して不法滞在の外国人を一網打尽にするって作戦だ。でもこの店には不法滞在の外国人なんて一人もいませんよ。不営法にいろいろ引っかかったことがあんだろうが、早いとこ店閉めねえとしばらく営業できなくなるぞ。ええ、まあでもどうしてそんな重要な情報を私に？1年前この店には迷惑をかけた。そのお詫びだ。そうだったんですか。いや、伊達さん、河原さん、本当にありがとうございます。さあ、これで奴が組織の人間なら仲間にすぐに知らせに行くはずだ。俺には信じられねえ。奴が海外組織の一員だなんてな。あれだけのことをやらかした組織の一員だ。簡単には見破られやしねえさ。本日の営業はこれで終了となります。誠にありがとうございました。変わった様子もねえようだ。組織の一員だなんてガセネタじゃねえのか。奴はみんな警戒すんだろうが。いつまでもここにいたら不自然だろう。まだわからねえぜ、奴がどう動くか。
何？ほら来た。行くぞ誠。あ、ちょっとどうしたんですか伊達さん。伊達さん、桐生か？あの桐生。和樹。桐生さん。これはどういうことなんだ？俺にも説明がつかねえ。和樹を追ってきたらこの二人が立っていた。私が本物です。こいつらに監禁され、気づいたらここにいたんだ。でたらめを言うな。お前が俺を脅してここに連れてきたんだろうが。どうしてここに来た？午前1時にここに来るように呼び出されたんだ。なんだと？やはり罠だったか。どうやらそうらしいな。何の真似ですか？河原さん。俺たち3人をここにおびき出したのは偽物の方だ。そいつはスターダストで細かい芸をして俺たちをはめた。俺は違う。黙れ。デカをなめんじゃねえ。なりはそっくりに真似られても声だけはどうにもならねえんだ。店の中で聞いたお前の声が耳の中に残ってんだ。正直に言え。どうして俺たちをここにおびき出した？何を言ってるのかさっぱりわかりませんよ。とぼけんな。お前の裏でこの筋書きを書いたのは誰だ？やめろ。あんたまた俺の前で人を殺すのか？勘違いすんな誠。こいつはお前の知っている和樹じゃない。組織の構成員だ。証拠もないのにどうしてそんなことが言えるんだ？勘だよ。なんだと？あんたは刑事の勘で人を撃つのか？刑事の勘なんて甘っちょろいもんじゃねえんだ。食うか食われるかの修羅場をいくつもくぐり抜けてきた俺には分かるんだ。こいつの体から血生臭い匂いがプンプンすんだ。あんたはどうかしている。来んな。河原さん。和樹。桐生、昨日電話でここにお前を呼び出したのは俺だ。お前が？大吾はどこだ？死んでゆく人間がそんなことを知っても仕方がないだろう。俺たちを殺すためにここへおびき出したんだな。やっと分かったのか。ここであんたたち4人は殺し合って死んだ。これが筋書きのエンディングだ。4人だと？どうして俺たちが殺し合う必要があるんだ？結末さえあれば筋書きはどうにでも作れる。そういうもんさ。今だ。腕。迷うな。撃つんだ。遺跡神シュゴラ。銃声がしたから駆けつけたのよ。逃げるぞ。どうして逃げるの？これは正当防衛じゃない。いや、これには裏がありそうだ。身をかわした方が賢明だ。表に出るぞ。あ。大怪我をしてる。頼む。河原さん、それにお前。すまん。至急治療してほしいんだ。どうしたんだその足。俺よりそっちの方が重傷負ってる。何をやらかした？銃で撃たれた。
この男確かカムロ町で有名なホストじゃないか。はあ、早く処置しなければ危険だ。おい、手術室に運んでくれ。少し時間がかかりそうだ。理由は聞かねえが、もし追われているのならあんたら二人はよそで身を隠してた方がいい。ここにいたら目立つからな。分かった。久しぶりだな、マスター。桐生さん、この町に帰ってきたんですか。まあどうぞ。1年前を思い出すな。ああ。何にいたしましょうか。マスターに頼みがある。じゃあお前は堂島大吾を助けるために天野ビルに来たってわけか。ああ。だが分からないのは、なぜ俺たちを始末しようとしたかだ。いや、和樹は俺たちをおびき出すための餌だ。俺たちの存在が邪魔な連中、俺たちに共通するもの。はあ、わからねえ。仕組んだのはおそらく大悟と合田会長を拉致した海外組織だ。海外組織？府警の別所という刑事がそう言っていた。別所？知ってるのか？昔カムロ署の4課にいたんだ。カムロ署に？俺が新米の頃はカムロ署の4課の看板だった。さっきの河原のおっさんとは同期でな。マムシの別所に鬼瓦っていや、カムロ署と警視庁のエースとして有名だった。そうだったのか。伊達さん、あの河原って刑事に俺の前で人を殺すなと叫んでたな。ああ、俺は今でもあの人を許すことができねえんだ。何があったんだ？俺が一課に入った頃、もう15年以上前のことだ。警視庁に入ったばかりの俺は、当時一課の班長をしてた河原さんと組んで不法入国者の捜査をしていた。目的は殺人事件の容疑者との接触だった。あの頃の河原さんはノンキャリアにもかかわらずやり手のデカとして有名だった。俺はそんな河原さんから捜査のコツを盗もうと自分から申し出て現場へ同行した。だがそんな河原さんへの尊敬の思いは一瞬にして吹っ飛ぶことになった。どうしたんだ？河原さんは捜査に抵抗する不法入国者に向かって次々と銃を発砲したんだ。相手の抵抗も激しかった。だが俺たちは警察官だ。よほどのことがない限り撃つことはしねえ。でも河原さんは容疑者に向けて次々と発砲した。相手の男たちは？ああ、当然死んださ。河原さんが殺したんだ。俺は問い詰めた。容疑者とはいえなぜためらうことなく殺せるのかと。そうしたら河原さんはこう答えた。しょうがねえじゃねえか、こいつらが悪いんだってな。その後も河原さんは不法入国者への発砲を何度となく繰り返したが、その都度正当防衛として処理された。しかし殺人デカと陰口を叩かれるようになり、ついに河原さんは一家から外された。そんな過去があったのか。未だに撃たれた男たちの死に際の顔がまぶたに焼き付いてる。河原って男には何か深い傷がありそうだな。俺もそれは感じるんだが、本人に聞いてみても何も言わない。だがただの外国人嫌いとも違う。俺はな、桐生、和樹を撃っちまったことより河原さんを止められなかったことを後悔してるんだ。伊達さん、
あのおっさんが抱える深い闇。俺はそれを理解してやることもできやしねえ。口じゃ悪く言ってても河原さんのことを気にしてんだな。まあな。女のくせにタバコか。うるさいわね。本庁の公安部だかなんだか知らないけどえばらないでよね。何よ。あんまり強がんな。少しは女らしく生きろ。どういうこと？あんた府警四課の主任なんだってな。どうしてそれを？あ、さっきビルに落ちてた。これが現場にあったらやばいと思ってこっそり拾っておいたんだ。銃を撃った時にでも落としたんだろう。とんだヘマだな。まあ無理もねえさ、あんな状況じゃな。あなた自分は撃たれていたのに冷静なのね。ああ、俺にとっちゃあんな状況は慣れっこさ。そう。やっぱり本庁の人間は場数が違うのね。そんなことねえさ。俺が特別なだけだ。本庁も府警も関係ねえ。あんた女のくせしてなんで四課なんかでデカやってんだ。別にいいじゃない。あなたには関係のないことだわ。遅くなったな。本当に遅いわよ。カールさん、あんた大丈夫なのか？ああ、なんとかな。和樹の容体は？まだ手術中よ。中の様子はわからないわ。ちょっと！なんだお前らは。ディノミ강진훈이야。おい、괜찮냐？일어나。구하러 왔다。お前ら誰だ？ 아니야. 이 녀석은 강진우가 아니야. お前ら海外組織の連中か？待ちなさい、警察よ。あんたたちここに何をしに来たの？ちょっと待て。なんだ？うるさい連中だ。日本語喋れるんじゃねえか。ならなおさら許せねえな。お前らに用はない。俺はあるんだ。何？目の前で女殴られて引き下がれるほど大人じゃねえんだよ。なら殺すまでだ。死ね。ジャイ、離せ！よっしゃ！さすがに強えな。お前ら誰に頼まれた？やめろ。次は本当に当てるぞ。예! 한국의 주지 진권파. なるほどな。なんて言ったんだ？手回しが早いな。非常警戒網が敷かれたのよ。ここはまずいな。話は後だ。伊達さんが待っているバーへ行こう。あ、帰ってきたな。ああ。マスターは？ちょっと出かけてる。それにしても随分遅かったな。その代わりいいネタが仕込めたぜ。どんなネタだ？病院で和樹を襲ってきた二人組を捕まえて組織の名前を吐かせた。真剣派？漢語語で真という字は仁、
剣はゴン、派っていうのは派閥って意味でパと読む。まあ日本じゃ派っていうのが普通だがな。人言派、韓国の組織か。間違いね聞いたこともない組織ね。まあ知らなくて当然だ。日本のヤクザと違って韓国系の組織はマフィア化している。表だって大門を掲げるような真似は絶対にしない。組織の名前も単なる呼び名でしかない。奴らにとっちゃ名前なんかどうでもいいのさ。大切なのは鉄の結束、それだけだ。じゃあ大悟と合田会長を誘拐したのもその人言派か。ああ、可能性は高いな。けどよく韓国語が分かったわね。昔ちょっとな。ここも危ねえようだからそろそろ場所を移そう。どういうことだ。どうやらここにも刺客の手が回っているらしい。本当か。マスターの様子がおかしいんだ。そわそわと出たり入ったり、どっかに連絡したりな。それになんだ。彼女のことを探してるみたいだ。私を？この写真がカウンターの中にあった。なぜこの写真が？ここは俺一人に任せてくれ。マスターに確認する。お前は伊達さんと河原さんをセレナへ。分かったわ。あれ、桐生さんお戻りで。マスター、この写真は一体何だ。それは。なあマスター、俺は1年前からあんたのことを知ってる。だからできれば争いはしたくねえんだ。理由を聞かせてもらえないか。いや、それは。誰に頼まれたんだ。いや、マスター、もう後戻りはできないっすよ。俺らはやるしかねえんだ。桐生さん、俺たちのために死んでくれ。頼む。許してください。この辺りの店は1年前の事件で客足が減ってみんな借金を抱えてしまって。闇金に手を出したのか。銀行が相手にしてくれなかったのでつい。毎日返済に追われて困っていたら急に借金を全額肩代わりしてくれるって人が現れまして。誰が肩代わりすると言ったんだ。戦国組という組織の人に言われました。それでお二人の写真を。つまり懸賞金がかかってたってわけか。そうです。私は迷った。でもやるしかないところまで追い込まれてました。ですから。もういい。1年前の騒ぎは俺の責任が大きい。でも全ての型は俺がつける。あと少し待っていてくれ。だからマスターはこの場所でいつも通り客にうまい酒を楽しませてやってくれ。桐生さん、毎日同じ場所に同じものが待ってる。それがこの街じゃ心の救いになるんだ。だから店を捨てないでくれ。はい。ああ、帰ってきたか。やはり裏で糸引いてたのは近江の誰かだったの？ああ、戦国だ。マスターたちは金で追い込まれたらしい。そう。はあ、どうしたんだ。何かあったのか。
桐生、ちょっとヤバいことになっちまった。さっきの天野ビルの一件、どうやら俺が容疑者になっちまったらしい。どういうことだ？警察の監視カメラに誠が撃った瞬間が映っていたらしいんだ。どう見ても伊達が撃ったようにしか見えん。これは何かの間違いです。これは現場にあったものだ。鑑識で伊達の銃のものと判明した。何度も申し上げる通り、彼は我々の極秘捜査に協力してもらっているもので。元刑事とはいえ、銃の携帯などを許せるはずはなかろう。おっしゃる通りですが、彼の協力がなければミレニアムタワーを爆破させた組織を特定するのは難しい状況でして。君らが追っていた組織とは何なんだね。ジンゴン派です。ジンゴン派？何を言ってるんだ。ジンゴン派はとっくに壊滅したはずだ。いえ、公安部が半年前から内偵していたところ、その残党がまだカムロ町に潜んでいることが分かったんです。確かな情報なのか？ええ、我々がマークしていたスターダストというホストクラブのオーナーはその可能性が高かったのです。なぜ公安部は正式な捜査を行わなかったのかね。和樹は用心深く頭が切れます。そこで倉橋課長から和樹と親しい伊達さんの捜査協力要請があったんです。事情は分かったが、このような結果になってしまったんだ。伊達を逮捕するほかなかろう。逮捕？これが公になってみたまえ、元刑事のスキャンダルとしてマスコミの格好のネタになるだろうが、すぐに伊達の身柄を拘束する手続きを取る。待ってください。現時点をもって本捜査の指揮権を捜査一課へと移行。人言派の事件においても同様だ。公安部も四課もこれ以上の手出しは無用だ。分かったね。はい、分かりました。以上だ。倉橋課長。分かっています。伊達さんのことは私にも責任がある。いい方策を考えてみます。ビデオに映っているのはほんの一部じゃない。そんなことは幹部の連中にはわからない。だとしてもビデオに映っていただけでどうして容疑者になるのよ。今この町で起きた事件は全てビデオで検証することになってんだ。あの男を射殺したのは私よ。銃を提出して証言するわ。どうせ元刑事とはいえ一般人である誠を使って極秘捜査をしていたことは事実なんだ。それに現場には誠が撃った銃弾が残ってる。お前の銃弾はもみ消されちまうだろう。花屋が撮ったビデオが証拠になってるのか？おそらくそうだろう。こうなったらとことん人言派の動きを追ってやる。だがこのままカムロ町にいたら逮捕されるのは時間の問題だろう。一旦離れた方がいい。これからどうするつもりだ？大悟の居場所を探し当てて、そこから人言派を探ってみる。どうやって？こうなったらあいつを頼るしかない。花屋か？ああ。何か掴んだら連絡する。久しぶりだな、桐生。地下の次は
堂々と高層ビルの中に設備を持つとはな。まったくあんたがやることにはいつも驚かされるぜ。綺麗なお嬢さんだな。こう見えても府警四課の刑事だ。瀬山薫さんだね。どうして私の名前を？高専在学中20歳で国家公務員2種をパス。人事院からの推薦を受け、卒業後府警に準キャリアとして採用される。その後は配属先を4回と移し、今年の4月最短の4年というキャリアを経て警部補へ昇格。同時に4課主任へと就任する。通称ヤクザ狩りの女だったかな。どうしてそれを？あんたたちがカムロ町に入ってからの動きは大体知ってる。その間にちょっと調べておいたのよ。さすがだな。まあな。じゃあ俺たちがここに来たわけも分かってるのか？ああ、大体察しはつく。堂島大吾の件だろ。そうだ。俺は大吾を誘拐した奴らに言われ天野ビルへと向かった。そうしたらあの騒動か。妙な事件に巻き込まれちまったな。伊達さんの話だと警視庁に証拠のビデオを提供したのはあなただと言ってたけど。確かに。だがあれは運が悪かった。映像の角度的に伊達と和樹しか映ってなかったんだ。それで伊達さんは容疑者になってしまった。そうだ。悪いことをした。え？どういう意味？もし俺が確認してたら、あんな情報量の少ない映像を証拠として提供しなかったってことだ。言い訳になっちまうが、あれは俺がいない間に警視庁に流れちまったのよ。つまりどういうことだ？どうやらネズミが入り込んだようなんだ。スパイってこと？まだはっきりは分からんが、例のここのビルの爆破も通常なら事前に察知できたはずなんだが、肝心の情報は全く俺のところに入ってこなかった。あなたの目を盗んでモニタリングをしている人物が内部にいるのね。ここは24時間体制でカムロ町の様子を監視している。だが当然俺がいない時間帯がある。その隙をついて誰かが小細工したとしか考えられん。誰がネズミか見当はついてるのか？いや、ここで働いている連中は全員がサイの河原にいた古い付き合いの者ばかりだ。そう簡単に裏切るとは思えんのだが。ボス、例の男を発見しました。メインモニターに回せ。大吾なのか？そうだ。あんたがここに来ると思って先に手を回していたのよ。場所を特定しろ。太平通りです。ビルはどうしたんだ？停電です。原因は？どうやら変電室に異常が起きたようです。非常用システムで対応します。このビルの電気は全て変電室から供給されているんだ。ボス、変電室に侵入者がいます。今モニターに映します。何者だ？何人いるんだ？8人です。この部屋はどこにあるんだ？このビルの地下10階だが、退治してくれるのか？ああ、何としても大吾の居場所を知りたいからな。
これで8人目ね。ああ、最後の一人だ。お前はキリア、おとなしゅうその子を渡したってな。我ほどの男をこないなところで殺しとうないんすわ。おい、やれや、ぶち殺したれや。誰？近江連合の林って男だ。近江？なんでお前がこんなことをしてんだ？わしは今龍二さんの下にいてまんねん。直接近江とは関係ありゃしまへん。何？それで俺たちを妨害しようと？わけはよう知りまへんわ。ただここの変電室を壊してこいって命令を受けただけですね。思い出したわ。1年前の事件後、近江の幹部リストから林って男の名前が消えたの。どこに行ったのかと思えば合流会にいるとはね。我もしかしてヤクザ狩りの女とか言われたる刑事やんでっか？府警4課の狭山よ。おお、そないなお人がヤクザ組織の元組長さんと一緒におるとは意外でんな。なめたこと言わないで。あなたのしていることは住居不法侵入、器物破損。もしここで抵抗したら公務執行妨害。罪は重いわよ。脅しでっか？そないなもん命捨てたわしには通用せえへんわ。なんだと？もう近江連合の林いう男は死んだんじゃ。わしは龍二さんに天下取らせる。そのためやったら刑務所だろうがどこでも行っとるやないけ。さすがや桐生。しかし林のような幹部衆まで合田隆二は取り込んでいったとはね。ああ、それだけ敵も本気ってわけだ。さあ、これで電気は戻ったわ。よし、上に戻ろう。ボス、システムが復旧します。よし、電源を入れろ。堂島大吾の居場所を移せ。はい。ボス。故障か？いや、誰かにハッキングをかけられています。なんだと？どうした？何者かがシステムに侵入して妨害しているんだ。これも合流会の仕業か？状況から考えるとおそらくそうだろう。早い。これじゃ対応できん。代わって。早く。なるほど。あいつ。すごい。さすがだな。さすが？なんだ、お前知らなかったのか？あれが狭山って女刑事の本職だ。本職？俺の調べたとこじゃ、奴は高専時代にプログラミングを極め、その技術が買われて府警へ入ったらしい。当時生活安全部が新設したハイテク犯罪対策のエンジニアとしてな。ハイテク犯罪対策？ああ、つまりインターネット関連の犯罪を取り締まる
内勤の捜査員ってことだ。狭山は国家西上がりの準キャリア、専門職として採用されたその道のエキスパートなのさ。じゃああいつはなぜ4課に？配属後すぐに本人の強い希望があったらしい。最初から彼女の目標は4課に行くことだったんだろう。そこまでして4課に？まあ俺が知ってるのは狭山の来歴だけだ。人の心の奥までは覗けねえからな。相手もかなりやるわね。よし、いける。おお。大したもんだ。堂島大吾の居場所が分かりました。どこだ？太平通りにある桃源郷という店の一室です。桃源郷だと？知ってるの？ああ、1年前に行ったことがある。世話になったな。さっきの騒動で俺たちが居場所を突き止めたことが向こうに漏れてるかもしれん。わざわざ大吾をこの町に連れ込んだのも俺をおびき寄せるための罠に違いない。そう思っていた方がいいだろう。くれぐれも気をつけろよ。ああ。元ヤクザに4課のデカ、不思議なコンビだ。ここなの？ああ。その男を返してもらう。悪い。合田会長は別の場所に連れてかれちまった。すまねえ。いや、こっちも遅くなって悪かったな。大丈夫か？大丈夫じゃねえ。死にそうだ。どうした？どこか怪我でもしたのか？そうじゃねえ。腹が減って死にそうなんだよ。それなら体の方は問題なさそうだな。一人一人の動き、銃の撃ち方、奴ら普通の組織じゃねえ。まるで軍隊のようだった。軍隊か。大丈夫か、大吾？柏木さん、体は問題ないのか？すみません。合田会長を守りきれませんでした。それは聞いた。気にするな。お前が無事で何よりだ。それで、お前と合田会長を拉致した奴らはどこのドイツなんだ？詳しいことはわからない。だが自分たちのことをジンゴン派と呼んでた。本当にジンゴン派と言ってたのか？柏木さん、ご存知なんですか？ああ。だがジンゴン派は壊滅したはずなんだが。さっき府警に連絡してジンゴン派のことを調べてもらったら、そんな組織の記録はないと言ってたわ。ジンゴン派は世間では全く知られてない組織だからな。けどそれだけの組織だったら警察の記録には残っているはずよ。警察はジンゴン派の存在を抹消したんだ。どうして？
20年以上前のことだ。当時のカムロ町は堂島組以外に海外の勢力がひしめいていた。その中でも最大の組織が韓国のジンゴン派という組織だった。東上界で中堅だった堂島組が大きくなるにはそういった組織を制圧するしかなかったんだ。で、やるんでっか、親さん。ああ、皆殺しだ。皆殺し？どうした？何か問題でもあるのか？いや。なんや風間、行さん人殺したお前が何ビビっとんねん。そういう問題じゃないんだ。親父、戦争以外の選択はないんでしょうか？何アホなこと抜かしとんねん。先に喧嘩ふっかけてきたんは向こうやろが。やられたらやり返す、それが極度や。なあ風間、お前の言うことがわからんでもない。皆さん、まあ待て。だがな、あのジンゴン派って奴らは別だ。奴らのやり方は尋常じゃない。このままだと堂島組が壊滅ってことにもなりかねない。ですが、叩くなら今しかない。下手な情を挟めばそれが禍根を残す。だからやるしかねえんだ。わかるな？はい。でも本当に皆殺しにする必要があるんでしょうか？当たり前や。うちとこの組員が何人やられた思てんねん。わしはあいつらの息の根止めな気がすまんねや。奴らのアジトはディスコホールの裏のビルにある。チャンスは今夜だけだ。任せといてください。はい。風間の親父さんは最後まで迷っていた。だが白いものでも親が黒といえば黒になるのがこの世界だ。結局組のために風間の親父さんは島野のおじきと共にジンゴン派のアジトに乗り込んで組織を壊滅させた。結果堂島組はカムロ町を手中に収め東上界での勢力を伸ばした。その後島野のおじきは独立して島野組を直系に昇格させた。その時の構想で堂島組一派は組織を大きくしたってわけか。堂島組だけじゃない。東上界もその勢いに乗じて関東一円に組織を拡大させていった。でも今の話じゃジンゴン派は壊滅したことになるんじゃないのか？その通りだ。ジンゴン派は壊滅したはずだ。だがもしかしたら生き残りが存在していたってことになるのか？生き残り？じゃあその生き残りが合流会とつながってるってことになるな。ああ。でもそれだけ大きな事件なのにどうして警察は動かなかったの？当時警察はジンゴン派の実態をつかみかねていた。だから堂島組に奴らの壊滅を任せる形を取ったんだ。つまり見て見ぬふりをしたってことなのね。まあそうだろうが本当のところは当時の担当刑事でもなきゃわからんだろう。担当刑事？誰なの？名前までは覚えてない。何せ20年以上前の話だ。そう。しかしえらいことになった。合田会長はさらわれたまま合流会はカムロ町を狙っている。それにジンゴン派の影、それに伊達さんをはめたネズミの存在。次は一体誰が何を仕掛けてくるかだ。そんなもんどんな手で来ようがやるしかねえだろう。
あの神宮派が合流会と手を組んだとなれば、また多くの血が流れることは避けられないね。とにかく一刻も早く合田会長の居場所を突き止めることです。杯さえ交わせば奴らの動きは封じられる。おい、何者だあいつら。どうなってんだ。合流会の連中か。そこどかんかいボケ。またお会いしましたな、桐生藩。ここから先は一歩も通さない。今日は龍二さんもおらへん。藩さん殺す気で思いっきり暴れさせてもらいますぜ。やれや。大悟。合流会か。はい。合田隆二。おはよう、桐生藩。葬儀の日に殴り込みとはどういうつもりだ。うちの若いもんは血の気が多うてかなわんわ。やめ言うてんのに勝手に突っ走ってしもうたんや。ほんますまんことしたの。どの面下げてきたんだ。寺田藩には昔よう世話になったさかい証拠をさせてもらいに来たんや。おめえの証拠など受けられねえ。とっとと帰れ。さっきからおっかない顔しとるけど、あんた何者や。若頭代行の柏木だ。ほんまでっか。わしはてっきり葬儀屋のおっすんかと思ってました。まあ人手不足の登場会さんならしゃあないかもしれませんな。死んだ会長はよそ様の組からヘッドハンティング。会長代行は未亡人のおばはん。こないな組と喧嘩してると思うとチートばかり投げてきます。寺田会長ぶっ殺したんはてめえの仕業だろうが。おう兄ちゃん、この前の勢いはどこに行ったんや。畜生、ぶっ殺してやる。合田会長はどこにいるんだ。空気のええところでゆっくり休んでもろてます。目的は杯を阻止するためか。せえ、天下の近江連合とこんなヨレヨレの組が杯交わすなんぞバランスが取れへんやろ。てめえ喧嘩売りに来たのか。ちゃいますねん、ちゃいますねん。今日はほんまに寺田藩を弔うつもりで来ただけです。それにわしも人の子や。厳粛な葬儀の場でドンパチやるほどアホちゃいます。香典です。お納めください。合流会の金など受け取れん。登場会は1年前にタガが100億のことで内輪もめしとったやないですか。銭に困っとるんなら素直に受け取った方がよろしい。こんな子供じみた挑発をして近江連合の6代目を告げると思ってんのかい。あんたが会長代行やな。合田会長の気持ちを思うと胸が痛くなるよ。何が言いたいんやおばはん。親はね、どんなに出来の悪い子供でも可愛いもんなのさ。けどね、これだけ筋違いのことをされちゃ
血のつながった親としては死ぬほど情けないはずだ。わしと親父は血などつながっておらんだ。せやから親の情なんかあれへん。あるのはお互いに憎しみの感情だけ。あんたも大変やな。出しゃばりなおかん持って。てめえ、今日はもうお遊びはなしや。お邪魔なようやし、そろそろおいとまさせてもらいます。そうやな。3日やな。3日？ええ。わしらもその間はもうに服させてもらいます。せやから3日後、再戦と行きましょう。再戦だと？そうや。もうこれ以上ごちゃごちゃせんと一気に片つけましょうや。カムロ町に血の雨降らせたります。せやけどうちには礼儀知らずのおっさんがおるからの。多分今頃カムロ町のどこぞで派手なパフォーマンスを繰り広げとるはずや。礼儀知らず？誰だ？戦国や。戦国？なんやこいつ。真島の兄さん。遅いわキルちゃん。戦国組の兵隊全員ぶっ倒したで。兄さん、約束やったからな。ちゃんと守ったで。ああ、それより早う登場会の本部に戻るんや。なぜだ？連中街中でヘリ飛ばしたり兵隊を行進させたりしたんは桐生ちゃんをここにおびき出すためや。ほんまの目的は本部を乗っ取ることや。本当か？ああ、裏で戦国組を手引きしたんは神道や。神道か？あのドアを金で願ったんや。はよ行けやキルちゃん。ここは私に任せて。あんた近くで見るとえらいべっぴんさんやないかい。わしの女に無駄口聞かないで静かにしてなさい。じゃあ頼んだ。こんなことをしてただじゃ済まないよ。もう勝負はついたんですよ。姉さん、あなたが留守の間一仕事させてもらいましたよ。戦国に買収されたそうだな。これでもう登場界の現体制は崩壊です。あなたの小細工で右往左往するような登場界じゃないわ。いいや、自分には聞こえるんです。登場界が音を立てて変わっていくのが今頃他の幹部は戦国組が送り込んだヒットマンの餌食になっていることでしょう。何？
カムロ町に戦国組の兵隊が現れたそうだが、今日は5代目の葬儀だ。絶対に挑発に乗るんじゃねえと下の連中に言っておけ。はい。恥ずかしくねえのか。てめえが世話になった登場会を売り渡すような真似をして。売り渡しはしませんよ。私が次期会長の座について、ついでに姉さんを自分のものにします。何を言ってるんだい。俺はね、姉さん、前からあんたに惚れていたんですよ。私から逃れることはできませんよ。お前何してるか分かってんのか。あんただって1年前に錦山の親父と女取り合ったでしょうが。それが原因で登場会はガタガタになっちまった。結局俺もあんたも同じ穴の無地なってことですよ。お前の女になんかなるつもりはないよ。方々に女を作っていた堂島組長より私の方が姉さんを幸せにできます。あんたにあの人の何がわかるってんだい。他に女を作ろうとなんだろうと、私はずっと堂島宗平という男だけを見続けていた。死んだ今でも気持ちは同じさ。死んだ。聞いたろ。好きになった男を愛し続けることができる。それが女の強さだ。そんな能書きはどうでもいいですよ。欲しいものを力で奪う、それだけです。そんなことは俺が許さねえ。受けて立ちましょう。あんたの首取って登場会の跡目を継ぐ。そして俺は姉さんを手にするんだ。時代は変わるんですよ。桐生、今をもって絶縁だ。とっとと出てお行き。てめえの欲で組をめちゃくちゃにしやがって、ぶっ殺してやる。
情けない。神道のような男に喉元に刃を突きつけられるとは。大公、申し訳ございませんでした。お前の責任じゃない。正面から来るのならまだしも、こうも裏をかかれちゃ手の打ちようがないだろう。いいかい、組員に伝えるんだ。カムロ町で近江連合の者を見かけたら容赦することはない。力ずくで叩き出せとね。はい。これだ。何？堂島組がジンゴン派を？はかどってるか誠。なんだ河原さんか。脅かさないでくれ。悪かったな。ちょっと表の様子を見てきた。まだ誰にも気づかれてねえみてえだ。13号資料室なんかに近づく人間はそうはいねえだろう。ついにその事件にたどり着いたか。さすがだ。知ってたのか、この事件を。ああ。最後のページを見てみろ。河原さんと府警の別所さんが。ああ、俺たちが担当したんだ。あんたこの事件を知ってて今回の捜査に参加したのか。ああ、公安の倉橋はジンゴン派を探ってると耳にして捜査の協力を申し出たんだ。なぜ？俺はその事件に借りがあるんだ。借り？もう俺の役目は終わった。あとはお前に任せる。どういうことだ？訳は聞くな。河原さん。あのジンゴン派の事件を課長が担当していたってことは、柏木さんの言ってた担当刑事っていうのは。ああ、別所さんだ。本当に？間違いない。極秘の資料に名前が載ってた。河原のおっさんもそう言っていた。私にはそんなことは一言も言ってなかったのに。河原さんは？俺にこれを渡して事件から降りた。どういうことだ？わからん。だがあのおっさんまだ何かを握ってるのは確かだ。どうやらこの事件に借りがあるらしい。借りか。どうしたんだ？信じられないのよ。どうして課長が。記録によると当時カムロ社の4課にいた別所さんは堂島組の動きを察知していた。だが裏で手を回して事件を黙認したらしい。つまり課長がヤクザを利用したのに。カムロ町の治安を回復させるには一番手っ取り早い方法だと判断したんだろう。しかし上層部にそれが漏れて別所さんは府警に飛ばされた。伊達さんはもうこの辺で手を引いた方がいい。ジンゴン派はただの組織じゃない。深追いすると命に関わる。それ警察に追われている身だ。バカ言え。今さら後に引けるか。お前これからどうするんだ？合田会長がまだ見つかっていない。龍二を追いかけて関西へ向かう。桐生さん、ちょっと待ってください。桐生さんでしょ？お前は高志？はい。その説はお世話になりました。
ちょうど1年前、俺はサイの花屋の息子タカシを助けてやったことがあった。タカシは跡部組の組長の娘京香と真面目に暮らしているはずだった。ねえタカシ、何やってんの？競馬で儲かったからおごってくれるんじゃなかったの？誰だそいつは。京香はどうした？あ、これはその頑張って京香を幸せにするんじゃなかったのか。それは結局半端なままか。違うんです。桐生さん、聞いてくださいよ。ん？何？ああ。おい。いや。ああ。ん？おい。ん？1週間前の映像だ。もしもし、私、会ってくれるの？わかった。今ならタカシ出かけてるから大丈夫。じゃあいつものところで。くそ、今日か。こっちこっち。もうやめてくれ。これ以上見たくない。お前が依頼したことだ。最後まで見るんだな。俺はお父さん、何度もごめんなさい。あの男、また仕事を辞めたそうだな。それはタカシのせいじゃなくて、お前たちにはまだ無理だったんだ。もう諦めたらどうだ。いつでも戻ってきていいんだぞ。ありがとうお父さん。でも私、タカシのことを信じてる。今は悩んでるけど、きっといつか私を支えてくれる。だから私、彼を支えてあげたい。頑固者め、まったく誰に似たんだが。タカシがきちんと就職したら、何年かかっても必ず返します。あの男には期待しとらん。お前が惨めな生活を送るのが耐えられんだけだ。おう。ああ。
ん？おい。遅いわよ。どうしたんだ、そんなもん取り出して。もう誰も信じられないわ。課長は今まで私にカムロ町にいたなんて話一度もしなかったわ。ずっと信じてきたのに。別に別所がお前を裏切ったわけじゃないだろ裏切りよ。私が四課でどんな思いをして今までやってきたか、あの人だけは私のこと理解してくれてると思ってた。でも自分は裏でヤクザとつるんでたなんて。あなたには悪いけど、まず最初に府警に行ってもらうわ。人言派の事件を調べるのが先よ。勝手にやれ。俺は合田会長を探す。勘違いしないでね。あなたはまだ私の監視下にいるのよ。勝手な行動は許さないわ。いいわね。分かった。すまんな、こんなとこしか空いてのうて。まあ話するにはここが一番ええやろ。で、わしに何の用や。20数年前、カムロ町で起きた堂島組と人言派の抗争事件、課長が担当していたそうですね。なんや、取り調べみたいやの。そうや、わしが担当した。それがどないしたんや。課長、今回のミレニアムタワー爆破と合田陣、堂島大吾の誘拐の一件、人言派が絡んでいる可能性が高いです。担当直入に聞きますが、課長何か知ってらっしゃるんじゃないですか？知らん。でもまあ待てや。わしが知ってんのは昔の事件のことだけや。今回の事件のことなんか知ってるはずないやないか。じゃあなぜ今まで人言派のことを私に教えてくれなかったんですか？事件との関係性が見えへん以上、不必要に情報を伝える必要はない。混乱を招くだけや。本当ですね。ああ。じゃあ20数年前に起きた事件のことを教えてください。せやな。何から話そうか。もう聞いとるかもしれんが、当時わしはカムロ署の四課におったんや。知ってます。それで堂島組の手引きをした。まあ簡単に言うたらそうや。せやけどそれしか道はなかった。警察ではどうにもならんかったんや。あいつらの実態はつかめんわ。略奪と暴行で市民は恐怖に陥るわ。人言派がカムロ町に拠点を構えてから手がつけられんほど町を荒れとったんじゃ。どんなことがあろうとヤクザとは裏取引をしてはいけない。それが腐敗の一歩になるんだと課長はいつも言ってるじゃないですか。あん時は他に方法がなかったんじゃ。質問を変えます。消えたはずの人言派がなぜか今動いている、これについては何か知ってるんですね？当時人言派の構成員は36人の組織やった。
このうち死体として発見されたのが33人。3人生き残りがいるってことか。そうや。そのうちの1人をわしは知っとる。誰なんですか？教えてください、課長。蒼天堀に桂馬という店がある。そこにおるわ。名前は？今は村井という名前で生きとるわ。村井ですね。狭山、村井を大阪に連れてきたんはわしや。村井っちゅう名前もわしがつけたんや。え？あいつは奇跡的に一命を取り留めた。けど人言派の掟は生よりも死。復讐戦と生きることは許されん。そこで村井は生きることを選んだんや。せやから赤室町から逃げる手助けをしたんや。他の生き残りからの報復を避けるためか。そうや。わしと河原が関西へ赴任するときに一緒に連れてきた。河原さんも関西に。狭山。はい。今日付で身辺保護の任務は終わりや。え？命令や。理由を言ってください。人言派が絡んでるとなりゃかなりの危険が伴う。私が女だからですか？ちゃう。そんなこと言うとるんやないわ。四課の捜査範囲から外れたってだけや。今さらそんなこと言わないでください。犯罪者を取り締まる、それが私の仕事です。今回の事件はヤクザ狩りのようにはいかんのじゃ。相手は同じ人間じゃないですか。お前は人言派の恐ろしさを知らんからそんなことが言えるんや。あいつら女やろうが子供やろうが手加減せんのんじゃ。でも私は。これは命令や言うとるやろ。見ての通り頑固もんでの。狭山のやつ守ってくれるか？あいつ守れんのはあんたしかおらんねん。頼む。一つ聞きたいことがある。なんや？河原さんの発砲事件を知ってるな。堂島組と人言派の事件と関係があるんじゃないのか。それに関西への赴任とも。これ以上のことはわしの口からは言えん。とにかく狭山のこと頼んだで。あんたら何してんねん。姉ちゃん、俺らに何か得ようか？逆らったらどないなるか分かっとるやろな。はよ行き。待てや。なんや？なんかこう急に胸のあたりがカッカほてってきてな。それがどないしたんや？あんた女やな。一晩俺らに付き合わんか？自分何言うてるか分かっとんのか？当たり前やがな。刑事さんやから余計に興奮すんねん。
これ以上侮辱したらパクるで。怒った顔がたまらんな。俺は強い女はもっと好きやねん。わりゃ何者じゃい。その女のボディーガードだ。お楽しみはこいつ片付けてからや。覚えとれや。忘れんだ。しゃー。何やってる。待ちなさい。こっちよ。どこ行った。ごめん。いや、どうしたんだ。いや、私たちなんか変だなと思ってね。ん？ねえ、今夜空いてる？ああ。ちょっと遊びたい気分なんだけど、付き合ってくれる？何してんの？はよ行こう。こら！ごめん、待った。意外にビール売ってなくって。いや、街を見ていたところだ。おいしい。お前さっきも飲んでいたんじゃないのか。運動の後の一杯はちょっとちゃうねんな。いい場所だな。ああ、ここいいでしょ。今日付き合ってもらったお礼や。本当はうちしか知らん秘密の場所やねんけど、今日は特別に教えてあげるわ。いい気分だ。もうちょっと飲むやろ。買ってくるわ。
悪い。気が利くんだな。無理して褒めたってビール以外出てこんよ。別に無理したわけじゃねえよ。何言うてんの。うちはね、そういうおだてとかお世辞は好きちゃうし。本当に素直にそう思っただけだ。せやからさっきも言うたけど、褒めても何も出てきえへんよ。そういうところは案外可愛いんだな。うちは今まで優しいなんて言われたこともないし、可愛いなんて言われたこともない。男勝りで現場でもうちが乗り込んだらみんな引いてるわ。せやからあんたが言うてることが嘘やってことくらい分かってるし、そんな言葉言うてもらうためにここに連れてきたわけやな。そいつらには分からねえだけなのさ。何が？お前が刑事である以前に女だってことがさ。周りが何て言おうと気にするな。人間、自分らしくいることが一番大切なんじゃねえのか。そりゃそうやけど。今のお前は周り気にして突っ張ることに必死で自分自身を見失っちまってるんじゃねえのか。世の中にはお前のいいところを大切にしてくれるやつだってきっといるはずだ。どうした？行こう。ちょっと酔っ払ったわ。うちはね、そういう女としての幸せってやつは求めないことに決めたんや。そりゃ好き好んでそう考えたわけやないけど、でもそう考えてきたからこそここまで来れた。そして今の自分がある。その気持ちは誰にも分からへん。私にしか。ああ、そうだな。え？俺はお前の過去の全ては知らねえ。でも俺は誰が何と言おうと本当のお前は優しい人間だって思ってるぜ。おせっかいだったかもしれねえが、一人の男の意見として覚えておいてくれ。あんたって不思議な人やね。本当にヤクザやったのが信じられへん。だから言ったろ、人から見た印象なんてその程度のものだってことだ。酔っ払ったんだろう。帰るか？そうやね。俺はもうちょっとここで星を見てるよ。じゃあうちも。明日は生き残りの男と会わなきゃいけないんだろう。今日はしっかり休め。それに俺は逃げも隠れもしねえよ。そういうことやなくて。今夜は俺に借りがあるはずだろう。素直に言うことを聞け。そう、分かった。じゃあ今日はママのところに行くわ。葵か？うん。じゃあ明日の朝10時橋の上で待ってるわ。分かった。ねえ、ありがとう。
何やお前は。何すんねん。あんたそれを捨てたら後悔するんじゃねえのか。何やと。それ入れ墨の下絵だろ。しかも普通の図柄じゃねえ。なんであんたそれを。ひょっとして筋もんか。まあ近いところだ。兄ちゃん、うちによって茶の一杯でも飲んでけや。ついてこいや。帰ったぞ。お帰りなさい、師匠。わしの客人や。あ、師匠、これ。あいつに見つからんようにしまっとけや。あ、はい。おい、何してんねん。あんたも早く来いや。お客さん、どうぞ奥へ。ああ。ああ。これはうちの一家に伝わる竜の指定でな。代々風振りを継承したもんにしか惚れんしろもんや。交流か。よう知っとるな。そう、獅子の長と呼ばれる伝説の竜、光竜や。ふぅ。何？ああ。ああ。おい。おい。あいや。ちょっと。桐生さん。ああ。ふぅ。何？
10年前合田隆二を初めて見た時、わしは衝撃を覚えた。この男はわしの生涯最高の下地になる男やと。そして代々伝わるあの竜を掘ることを決めたんや。そやけど筋彫りしようとした時、わしの手は動かんようになってしもうた。そうなんです。だから私がその続きを師匠に代わって彫ったんです。これがあのダブリさんの竜。俺はこの竜を背負ってから多くのものを得て多くのものを失った。だが俺は竜を彫ったことも今の自分があるのも全て運命だったと思ってる。あんたたちが合田隆二に彫ったことは間違いじゃない。桐生さん、力を持った人間はよく道を間違える。だから人間なんだ。だがその道を正すのはあんたたちの仕事じゃない。あんたたちを彫り師には彫った男の顛末を見届けることしかできない。秋菜さん、もしあんたに彫り師としての責任があるなら風彫りを継承して龍二の行く末を見届けるべきなんじゃないのか。桐生さん。それじゃあな。桐生さん、私もう逃げません。5代目風彫りを継ぎます。ありがとうございました。さあ行くか。どうした？昨日の夜、今までのこと整理してたら嫌な予感がしてきてね。嫌な予感？ええ。私がジンゴン派の生き残りじゃないかと思って。どういうことだ？ママの言っていたことから推測して、私の両親が20数年前東上界に殺されたとするなら、両親は東上界に敵対していたジンゴン派の人間って考えるのが自然じゃない？お前もジンゴン派の生き残り？そう考えてもおかしくないでしょ。村井に会いに行くのはやめるか？自分の過去から逃げたくない。行きましょう。ここはアベックが来るとこやないわ。
杉浦平之助の作品やないか。よう手に入れたの。ほんで誰と刺したんや。村井だ。村井。村井という男よ。あなたが村井さんね。これは昭和59年名人戦最終局の142手目の場面や。ここで挑戦者の薮田は5-8馬と指して勝負に出た。だがこれが敗因で薮田は負けた。4-3に銀を打って王を固めるのが定石なことはプロなら誰でもわかるのに、薮田はなぜか勝負に出た。皆はボンミスや言うが、わしにはそうは思えんかった。聞きたいことがあるんです。若い女子に答えられるようなことは何一つあらへん。府警の別所からあなたのことを聞いてきたんです。安心してください。私は別所の部下です。神言派のことをお聞きしたいんです。20数年前のカムロ町での事件覚えていますよね。私もその時に生き残った一人かもしれないんです。あの時現場にまだ物心がつかない子供はいませんでしたか？一人おった。詳しく聞かせてください。何も知らんでも生きていけるのならその方がええ。教えてください。薮田は名人戦に負けた後、公式戦から遠ざかって酒を浴びるほど飲んで体を壊して死んでしもた。絶対に名人になるんやと思っとったが、多分己の実力じゃ無理やいうことを悟ったんや。それが自分の運命やとな。せやから最後に自分らしい手を指して死を選んだんや。人の人生っちゅうのは残酷や。あんたは今まで過去を知らんでも生きてくれたんや。余計なことを知っていらぬ運命を背負うことはない。どんな過去でも受け止める覚悟はできています。だからあなたに会いに来たんです。お願いします。教えてください。話を聞くまで帰りません。お願いします。ありゃクリスマスの夜やった。クリスマス？お祭り気分のわしらの隙をつくように堂島組が襲ってきて、アジトにいた構成員は次々と葬られた。けどあなたを含めた3人が運よく生き残った。ああ。あなたは河原さんと別所さんの助けで関西に逃れたのね。せやけど本国から送られてきた構成員に居場所を突き止められてしもた。だがわしはこうして生き延びることができた。どうして？仲間を撃ったんや。生き残った他の2人を撃ったの？ちゃう。キム・デジンとジヨンミンやない。キム・デジンとジヨンミン？当時2人は16歳やったが、なぜか難を逃れた。その後の行方はわからん。それじゃあ、あなたが撃った仲間っていうのは誰なの？実は
あと2人おったんや、生き残りが。それはボスの女房とその子供や。子供？함정이 아니야. 내가 죽어도 조직은 영원해. 두고 봐라. 형님.急所が外れてわしは生き残ってしもた。それからもらいという名前をもらってこうして生き延びとるんや。じゃあ狭山の父親は真言派のボス。その後ボスの奥さんと子供はどこへ？河原さんがこっちへ逃がしたんや。じゃああなたは自分が助かりたいためにその親子を本国の組織に売ったのね。その後その二人がどうなったかは知らんがな。母親は死んで子供だけが助かったのよ。ほんまあんたがあん時の子供なんか。その子の父親を殺したのは誰なの？名前は知らんが顔はよう覚えとる。ひげを生やした男やった。それは風間のおやっさんだ。俺を育ててくれたあの風間慎太郎だ。本当に？ああ、俺もその場にいた。わかんないや。真言派の連中か。そうだ。ビルの爆破も誘拐もてめえらの仕業だな。そうだとも。あんたには礼を言う。その裏切り者の居場所を突き止めてくれたんだからな。この男に手出しする前に合田会長の居場所を吐かせてやる。無駄や。そいつらは本国の精鋭部隊や。絶対に口を割るようなことはせん。さあ、合田会長の居場所を教えてもらおうか。その前にあの世に送ってやる。合田会長の居場所を言え。しっかりして。
それが人言派の掟や。わしも掟に従っておけばよかったんや。昔他人様に散々迷惑をかけた男が人並みに幸せな生活を送りたいなどと思ったんが間違いやったんや。運命に逆らったらあかんのや。あの時死んでしまえばよかったんや。あの世でおふくろさんに娘さんは立派になったと報告しとくわ。幸せになるんやで。話聞いてくれるか。あのクリスマスの夜、俺は堂島組の事務所に行った。風間のおやっさんは毎年クリスマスになると俺たちの個人ひまわりへ顔を出してくれていた。だがあの日おやっさんは来なかった。俺はおやっさんに何かあったのかと思い、一人カムロ町へと向かった。お久しぶりです。何しに来た？お話があるんです。今日はダメだ。帰れ。いつもは優しいおやっさんだったが、その時は違った。俺は気になっておやっさんの後を追った。おやっさんは組の指示に逆らって人言派を逃がすつもりでいた。俺はそんなことも知らずにお前が俺たちを逃がしてくれるというのか。ただしこの町から出ていくことが条件だ。罠じゃないだろうな。二人の会話は聞こえなかった。俺はおやっさんが危ないと思い体を張って助けようと思った。仲間を呼んで裏口から逃げるんだ。このままだと全滅するのは時間の問題だ。俺を信用しろ。カズマ、やはり罠だったんだな。待て、そいつは東上界の人間じゃない。風間さんが危ないと思ったから。
가지고도 조직은 영원해. 두고 봐라.風間のおやっさんは俺を助けようとしてその男を撃ったんだ。俺がその男、お前の父親を殺したようなもんなんだ。俺を撃たないのか。どんな償いでもすると言ったろう。かっこつけるのもいい加減にして。親の敵を取らせれば自分が犯した罪が軽くなるとでも思ってんの？罪を償うから俺を殺せだなんて。人はね、そんな簡単に割り切って生きてゆけないのよ。罪を償うから俺を殺せだなんて。人はね、そんな簡単に割り切って生きてゆけないのよ。すんません。合流会は蒼天堀のあたりで派手にやったせやな。あれは韓国の連中が勝手に跳ねただけ。ほう、今まで散々奴ら使って大騒ぎしとったやないか。まあほとんどが空騒ぎで終わっとるがな。喧嘩売っとんのか。挑発に乗るな。お前も少しは大人になったの。せやけど近江連合の跡目はもうわしのもんや。うりこいつ使うて桐生の首取るで。お前らしい作戦だな、戦国。桐生っちゅうやつ半端なことやたぶらんらしいからの。勝手にせえ。わしはわしのやり方で東上会と桐生やるだけじゃ。
しゃほな一丁派手に近江の後目合戦といこうやないか。まだ無理したらあかんよ。さっきそこに座っていたのは河原さんだよな。ああ、薫のことでちょっとな。彼女のことで。まあそんなことよりこれはなんや知らんけど、あんたのジャケットに入っとったで。いつの間に。あの時。まさか。止めても無駄や思うけど、その傷や。無理したら命取りになるで。彼女は来なかったか。薫のことやったら河原さんに任しとき。ええか、くれぐれも無理せんとな。はるかどこだ。天守閣におるわ。まあ最上階までたどり着くのは無理やろな。こいつの弾撃ったりゃ。さすがやな。ようここまでたどり着いたわ。戦国。まあ待て。はるか。はるかを離せ。そないなでかい声出されたらわしのペットが目覚ましてしまうやないか。こいつら腹すかしとってのう。悪いけど餌になったりいや。骨まで噛み砕いとるんや。
うわ、わりゃ化け物かい。はるか、返せ。リュウジ、何しとるんやお前。このおっさんの遊びに付き合わされてほんまご苦労やったな。こらまたんかい。何の真似や。わしも目的のためなら何でもする男や。せやけどガキを人質に取るんは趣味に合わん。親の七光のくせしよって何言うとるんじゃ。黙れやボケ。これで邪魔者は消えた。いよいよあさってや。わしら総力を挙げてカムロ町に攻め込む。覚悟はええな。ああ。ほな。怖かったろ。ごめんな。またこんな思いをさせてしまった。どうしたの？大したことはない。しっかりして、おじさん。傷口が少し開いたみたいね。傷口？大丈夫よ。すぐに良くなるわ。よかった。なぜここに？ママからメモのこと聞いたの。そうか。無事でよかったわ。またカッコつけちゃってこのアホ。はい、これでよし。ありがとう。これ一体どういうことなの？どうした？ママが残していった走り書き。なんて書いてある？あなたのお父さんは生きている。だから桐生さんを信じてあげて。生きている？生きているって言ったって、一体どこの誰なのよ。ママ、こんなメモ残してどこ行ったんだろう。民生さんの姿が見当たらないのか？この辺りを探してくるわ。誰がいなくなったの？あの女の人の今のお母さんだ。伊達さんを誘拐しただと？まあそう興奮なさらずに話を聞いてください。お前何者だ？
警視庁公安二課の倉橋です。公安二課の倉橋。まあ20数年前までは倉橋という名前ではなくジ・ヨンミンと名乗ってましたがね。あんたも鎮魂派の生き残りだったのか。ええ。合流会の指示で伊達さんを誘拐したのか。いや、合流会は関係ありません。ついに我々鎮魂派が動く時が来たんです。26年前に無残な死に方をした仲間たちの無念を晴らす時が。伊達さんは関係ないだろう。皆さんがお集まりいただくためには人質が必要だったんです。皆さんだと。誰なんだ。26年前に我々の人生を狂わした方々ですよ。当然あなたも来ていただきますよね。場所はカムロ町の心臓部。ミレニアムタワーか。夜明けまでにはお越しください。さもなければ今度はこのビルが丸ごと吹っ飛ぶことになりますよ。分かった、必ず行く。あ、そうだ、佐山薫さんもご一緒に連れてきてください。なぜだ。来ていただければわかります。課長から連絡があって伊達さんが誘拐されたそうよ。今その相手からの電話だった。奴が鎮魂派の生き残りだったとは。公安の倉橋だそうね。それで何の話だったの。夜明けまでにミレニアムタワーに来いと。もう新幹線はないわ。車で行きましょう。今カムロ町に向かってる。俺たちの悪い予感が当たっちまったな。ああ、最悪の事態や。しばらくの間近江連合の動きは府警で食い止める。ああ、頼む。倉橋のことは俺に任せろ。あいつら死ぬ覚悟でおるはずや。気ぃつけるんやで。分かった。自分の体に呪われた血が流れてると知ったら薫は。そんなことは絶対に許さねえ。そのために俺は26年間奴らと戦ってきたんだ。疲れてるんだね。はるかちゃんは桐生のおじさんのこと好きなんだ。うん、いつも私のことを守ってくれるんだもん。薫さんは？私は仕事で桐生のおじさんのそばにいるだけだから好きとか嫌いとかは関係ないわ。けどおじさんは薫さんのこと好きみたいだよ。ね？薫さんの前では他の人と一緒にいる時とは違うんだもん。どういう風に？私と一緒にいる時のおじさんと同じかな。はるかちゃんと一緒の時はどんなおじさんなの？普段は静かだけど優しいおじさんだよ。けどね、いつもいろんな人が頼ってくるからおじさんはすごく無理してるんだと思う。薫さんと一緒にいると多分安心できるから普段のおじさんでいられるんじゃないかな。そう。はるかちゃんって大人なのね。そんなことない。1年前の事件でおじさんの辛いことや悲しみを知ったからおじさんの気持ちがなんとなくわかるのかもしれない。どうした？尾行されていたのよ。
そのまま突っ走れ。ここって。ああ、セレナだ。急ぐわよ。時間がないわ。早く行くわよ。はるかはここで待っていてくれ。気をつけてね、おじさん。ああ。ようこそ桐生さん。あんたが倉橋。よせ！爆弾が仕掛けられている。その通り。私をここに呼んだ理由は何なの？あなたもこの復讐劇の主役の一人だからですよ。この体に人言派の血が流れているから。ああ、もうご存知なんですか。それなら我々と手を組んで26年前の恨みを晴らそうではないですか。騙されんな。お前らと彼女を一緒にすんじゃねえよ。どういうことなの？倉橋、俺はお前が日本に帰化して警視庁に入ってからずーっとマークしてたんだ。だから一家を捨ててお前と同じ公安へ移動した。組織を捨て心を入れ替えてるなら見逃してやろうと思ったが、お前は違った。お前のような腐ってる奴は世に放っちゃいけなかったんだ。あんたの演説なんか聞きたくない。それ以上近寄ったらこのビル丸ごと全員吹っ飛ぶことになりますよ。押せるもんなら押してみろ。20年以上も自分を偽りながら生き延びたお前にそんな度胸はないはずだ。私を見くびるな。復讐のためなら自らの命を絶つ。それが人軍派の掟だ。何が鉄の掟だ。村井を覚えてんだろ。韓国名はパク・フェジョンだ。奴はな、自分の犯した罪に苦しみながら生きてきた。強盗殺人放火、自分たちが過去にこの町でやらかしたことを考えりゃ人間として当然のことだ。それを鉄の掟のために復讐だと？そんなことは俺が許さない。村井は死んだ。あとはお前と出陣を始末すりゃ全てが終わるんだ。やめろ！お前は引っ込んでろ。ここでケリをつけなきゃまた無駄な血が流れることになんだ。自分の娘の前で人を殺せるのかな。待って。娘って誰のこと？まさか。そう、あなたのことですよ、佐山薫さん。あなたが私の父親なの？違う、こっちへ来んな。我々のボスだった男の女房ジョン・スヨンとこの男がひっついてであんたが生まれた。あんたの父親はこの河原二郎なんだよ。黙るこの野郎。
河原！俺がこの26年間どれほど辛い思いをしても耐え忍んできたのはな、今日この復讐のためなんだ。お前が本国から来た仲間を皆殺しにしたのを知っている。こいつに死んだ仲間の恨みを込めてその体にぶち込んでやる。お前は神宮派の掟に背くのか？私にはそんな掟は関係ないわ。そうか、それなら父親と一緒にあの世に送ってやるよ。もうこの町を神言派の好きなようにはさせねお前も憎き堂島組の流れを組んでるそうだな。え。死んだ風間のおやっさんに代わって俺が相手になる。面白い。今ここで我々は積年の恨みを晴らす。そうはさせねえ。やれ！動いたら撃つわ。死ね！河原さん、助けてくれてありがとう。初めてだな、父親らしいことができたのは。なぜ父親だということを隠してたの？お前の母さんの遺言を守るためだ。遺言？母さんと初めて知り合ったのはあの事件の日だった。오지마! 아이는 절대 못 줘! 야메로! 이거 나! 죽게 내버렸죠! 何の罪もねえ子を死なせちゃいけねえだろ。スヨンがカムル町にいたら危険だと思った俺は別所と協力して彼女を関西に逃がした。それから半年ぐらいしてスヨンに会いに行ったが、あのおぞましい事件の直後で心の中にぽっかりと穴が開いちまったんだろう。生活がかなり荒れてた。一緒に逃げた子供は？泣く泣く手放した。手放した？俺はこのままじゃスヨンはダメになると思い彼女の仕事を探し新しい生活をさせてやった。そのうち俺たちは一緒に住むようになり、薫、お前が生まれた。香港への単身赴任断ろうと思ってるんだ。なぜ？二人を置いて遠くへは行けない。たかが1年じゃないの。あなたの出世のためなら私は我慢する。だから気兼ねなく香港へ行って。お父ちゃんがいない間元気に育って帰ってきたらいっぱい遊んでもらおうね。
が赴任してる間にスヨンは殺された。誰に？本国から送り込まれたジンゴン派の構成員だ。それから俺は日本にいるジンゴン派を一人残らず始末しようと動いた。それじゃああの時射殺した不法滞在の人間は全員ジンゴン派だ。殺されたスヨンの復讐か？それだけじゃない。カオルの過去を消し去るためだ。私の過去を？あんたの母親が死ぬ間際にこう言うたんや。この子を呪われた過去から解放してやりたいって。それが母の遺言なのね。そうや。それでスヨンはジンゴン派とは何の関係もないうちにあんたを預けたんや。ほんでカーラさんもあんたの前には一遍も姿を見せへんかった。けど時々ママに電話をくれたでしょ。ああ、だがその電話でお前は自分の過去と登場会が関係あることに感づいてしまったらしいな。あれはうちがあかんかったんや。カールがおるとも知らんでつい。あん時に何があったか知らんけど、カールはな、登場会のせいで不幸になったんや。いいのよこれで。自分の生い立ちを知らないまま生きていくほど怖いことはないんだから。すまん。事件の時お母さんと一緒に逃げた子供はどうしたの？それは俺の口からは言えん。いいか、これだけは胸に刻んでおくんだ。お前の体に流れている血はジンゴン派のものじゃない。優しくて働き者で強い心を持ったスヨンの血だ。そして河原さん、お父さんの血もね。懐かしいな。お前の手を握るのは俺の指を掴んで笑っていた時はちっちゃな手だったのに。俺と母さんの分まで幸せになるんだぞ。お父さん、ありがとう。結局はここに戻っちまったか。ああ、そうだな。俺らは他人様を見下ろす高い場所よりもこういうところでコソコソやってる方が性に合うんだ。河原さんは最後まで本物のデカだった。ほんの少しだったけど父に会えてよかった。スヨンの隣に眠らせてあげようか。そやね。それが一番安らぐね。うちに任しとき。辛い思いさせてばっかりでごめんな。何言うてんの。今さら水臭いやないか。26年前
狭山の母親が手放した子供のことが気になるんだが。ああ、人言派が接触したとしたら今度の事件に絡んでいるかもしれない。それとだ、うちに潜り込んでいたネズミが逃げちまった。また人言派が仕掛けてくる可能性は高いが、こいつを調べれば何か手がかりがつかめるかもしれん。倉橋が持っていたものだ。警察に押収される前にいただいてきたのか？ああ、彼女なら解析できるかもしれん。分かった。こっちも大阪を出たところだ。夜までにはそっちに着くだろう。じゃあ。道具を積んだトラック5台がカムロ町に到着したそうですわ。そうか。いよいよか。ええ。カムロ町侵攻は近江連合の長年の夢やった。5代目の親父さえ結局は手出せんかった。そのカムロ町にいよいよ合流会がくさびを打つ時が来たんですな。ああ。わしはその勢いに乗って一気に全国の極道組織を束ねる。そして本物の竜になるんや。親父、よう見とけ。わしはあんたを超える。ここまでは計画通りだ。最後まで気は抜けんぞ。あんたに言われなくても分かってる。私も時期を見てそっちへ向かう。それじゃ。入れ。失礼します。合流会がついに全勢力をカムロ町に向かわせたそうです。そうか。このままじゃ遅れを取ります。そう焦るな。しかし親父、今は動く必要はない。時間はまだある。それにこっちにはとっておきの策がある。ダメね。ダメか。ええ、このマシンじゃパスワードが解析できないの。ちょっと特殊なアプリケーションが必要なのよ。そうか。仕方ないわね。ってことはなんだ？本庁のシステムなら解析できるんじゃないのか。警視庁の？ああ、あそこにもハイテク犯罪対策室があるからな。あのシステムを使えば解析できるかもしれん。だが警視庁は今回の一件協力的じゃねえからな。問題はそこだ。俺が頼んだところで聞き入れてくれるかどうか。じゃあ無理ね。ああ、そうだ。なら府警のシステムを使えばいいじゃねえか。え？そうか、その手があったか。狭山、お前これからどうするんだ？ね、一旦ママと一緒に大阪へ帰るつもりよ。それならちょうどいい。大阪に戻るついでにこいつを府警で解析するんだ。あそこなら解析できるだろう。まあそうだけど。じゃあ頼んだ。あなたか。ごめん、お店勝手に使わせてもらっちゃった。ああ、
どうしたの？何か聞くことがあったんじゃないの？いや、そう。関西に帰るのか？ええ。あんなことがあったばかりだからママのことが心配なの。大阪までは一緒に帰ってあげたいの。そうした方がいい。なんか大変な時に逃げ出すみたいで悪いわね。いや、こっちのことは心配するな。そうね。もうあなたの身辺保護も必要ないみたいだしね。やだ、ごめんなさい。お前、怖いの。え？これ以上事件のことを調べるのが初めてそう思った。あれだけ知りたかった私の過去、どんな事実でも受け入れられると思ってた。でもあなたの言った通りよね。やっぱり辛くなっちゃった。でももうやるしかないのよね。大丈夫だよ。え？どんな結果であろうと、俺が全てを受け止めてやる。だから何があっても帰ってこい、この町に。分かった。ああ、来たか。和樹。桐生さん、すいません、お呼び立てして。いや、それより体の方は大丈夫なのか？ええ、もう大丈夫です。和樹、すまなかったな、こんな目に遭わせちまって。いえ、伊達さんには助けてもらったんです。何言ってるんだ。いや、本当です。私をあの組織から救い出してくれたんですから。どういうことだ？実は半年ほど前から私は監禁されてたんです。半年も？じゃあ店にいた和樹さんは？ああ、あれは俺じゃない、例のもう一人の男だ。最初は俺も信じられなかったよ。自分そっくりの人間がもう一人いるなんてな。その男は韓国人でした。ジンゴン派の連中か？そうです。店先で急に襲われたと思ったら半年間も監禁される羽目に。じゃあ奴らはお前を利用して俺たちをはめようと？おそらく。桐生さん、伊達さん、奴らとんでもないことを話していました。なんだ？監禁中に知ってしまったんですが、奴らはこの町を破壊するつもりなんです。どういうことだ？爆弾は1個じゃない。すでに多くの爆弾がこの町に仕掛けられているはずです。え？
奴らは着々と準備を進めてました。爆弾の場所は？ただ数は分かります。いくつだ？連中は言ってました。26年前殺された恨みの数だけの爆弾を用意したと。桐生、確か例の事件で死んだ人間は33人だ。爆弾は全部で33個。一つがミレニアムタワーの爆破、そしてもう一つが昨日倉橋が準備したものだとすると、残りは31個だ。桐生、俺は警察に事情を話して爆処理を発動できるように要請する。爆処理？爆発物処理班のことだ。たとえ爆弾が見つかったとしても専門知識がなきゃ処理することはできんからな。分かった。31個の爆弾だって？はい、でも大丈夫です。爆弾の件に関しては伊達さんが警視庁に掛け合ってます。今俺たちにできるのは町を合流会から守ることです。そうは言っても主だった幹部は殺されちまって、組員は浮き足だってまとまりがつかない状態なんだよ。柏木さん、どれくらい兵隊を集められるんだ？そうだな。神室町周辺の組織に声をかければ300ぐらいはなんとか。柏木さん、その300人俺に預けてくれ。ああ、すぐに招集をかける。登場会のために立ち上がってくれるんだね。親父や風間のおじきが体を張って守ったこの町を郷田龍二のようなやつに好きにさせたくねえんだ。合流会を返り討ちにしてやる。大悟、お前。みんな聞いてくれ。いいか、これは登場会だけの問題じゃねえ。関東の極道組織の存亡をかけた戦いだ。俺たちはこの町と共に生きてきた。世間様から言わせれば綺麗事かもしれねえが、俺はこの町が好きだ。だから世話になったこの町に恩返しがしたいんだ。天下の登場会の組員として体張って合流会の神室町侵攻を食い止めようじゃねえか。これで大悟は誰もが認める登場会の跡目ですね。俺だ。分かった。すぐに西の河原へ向かう。どうしたんだ？伊達さんからだ。何か問題があったらしい。何があったんだ？警視庁は今回の一件動かないようだ。なんだって？伊達は例の事件の容疑者だったんだ。そういう人間の情報は信用できねえってことなんだろう。それに31個の爆弾が仕掛けられてるってのも和樹の証言だけだ。昔から警察ってとこは証拠がなければ動かねえ。分かってはいたんだが、こうも門前払いを食らうとはな。それじゃあ神室町を救う手立ては何もねえのか？俺たちでやるしかねえな。300人の組員爆弾処理に回すんだ。合流会はどうする？俺が相手になる。一人でか？この広い神室町で31個もの爆弾を探すのは簡単じゃねえ。町に詳しい登場会の連中は全員そっちに回った方がいいだろう。
だから合流会は俺が何とかする。分かった。しかし31個か。せめて場所だけでも分かればな。ここのシステムが残っていれば造作もねえんだが。揃って不景気な面しとって真島の兄さん、キリュウちゃん、絶体絶命のピンチって感じやな。おりゃ邪魔や、どけどけ。おりゃありゃおりゃどうしたんだ。ここのシステムが必要や言うたやろうが。うわーなんでやねん。なんで動かへんねや。うわりゃおいおい、大丈夫か。うわりゃ寝た方がいいのか。動けやくれ。動けやこのボケ。こんなこともあろうかと俺がメンテナンスしとったんや。ほう、大したもんだ。まあほんまはこれでボロ儲けするつもりやったんやけどね。助かったぜ真島の兄さん。ほらあんたの出番やで。伝説の情報やはん。おう、これなら爆弾の場所を特定できる。あとは任せたぞ。ああ。言うや。何の関係もない人間に手出しやがって。お前らの狙いは俺だろう。その通りや。ここなら確実にあんたに会えると思うとったんや。ずいぶん手間かかったみたいやないか。龍二。おお、ええ面や。それでないとやりがいがないっちゅうもんや。よっしゃ、思う存分暴れたれ。キリさん。何の真似だ。今のあんたを倒しても本物の竜にはなれん。それにあんたには他にやらなあかんことがあるやろ。なんだと。爆弾の処理や。お前が人言派を使って仕掛けたんじゃねえのか。ありゃ人言派が勝手にやったことや。関係ない。わしもこの町傷もんにされたら困んねえ。何を言ってるんだ。
いずれカムロ町はわしの町になる。綺麗なまま引き渡してもらわんと価値が落ちてまう。龍二、全部ことを済ませたらわしんとこへ来いや。逃げも隠れもせん。この町で一番高いところであんたを待つ。分かった。今度は一切の邪魔はなしや。差しの勝負や。ああ。どうだ、少しは落ち着いたか。ええ。合流会相手によく戦ったな。いや、俺も和樹さんもこの町がなけりゃ今の自分はなかったんです。だからカムロ町に攻め込んでくる奴は許せないんです。けど俺は奴ら相手に何もできなかった。そんなことはない。体張って店を守ろうとしたじゃないか。桐生さん、お前たちは毎日一生懸命働いている。立派なもんさ。それがカムロ町の力になってるんだ。それに引き換え俺はこんな時にしか役に立たない男だ。一人で病院へ行けるか？はい。大吾。合流会の仕業か？ああ。だが兵隊は全部片付けた。じゃあ合田隆二はやったのか？いや、あいつとの決着だけが残ってしまった。そうか。爆弾の方はどうなった？ 30個は解除できた。今最後の一つを真島のおじけが解除してる。真島の兄さんが？赤谷。はい。次は青やな。はい。なんや、腹の調子でも悪いんか？いや、故郷に残してきたおふくろのことを思い出してしまって。なんでおかんと爆弾が関係あるんや？いや、おふくろ一人暮らしだから自分にもしものことがあったら。せやからこうして解除しとるんやろうが。でも親父、これでこの配線を解読できるんですか？アホか！俺がこないなごちゃごちゃしたもん分かるはずないやろが。せやけどやらにゃしゃあないからこうやって勘を働かしとるんやないか。勘なんすか？なんやお前、俺のこと信用しとらんのか？いや、そんなことはないっす。それならはよやれんけい。はい。あ、親父、最後の2本です。あ？面倒や。
どちらにしようかな、神様の言うとおり。決まった。赤や。親父、生きるか死ぬかの選択なんです。もうちょっと真面目にやりましょうよ。うっさいボケ、もう赤に決まったんや。それ貸せや。に嫌な夢ね。よし。嘘。さすがだな、真島の兄さん。いや、今日はほんまに勘が咲いとったわ。100発100中やでな。はい。ありがとう。やめや。備えに感謝されるようなことしてへんわ。遊び半分ってとこや。さあ、飯でも食いに行こうか。仕事すると腹がすくのう。はい。じゃあキリエちゃん、後のことは任せたで。ほな。そうやキリエちゃん。リュウジとかいうやつに負けたら承知せえへんで。俺との勝負も残っとるんやからな。ああ。どうしても合田隆二との決着をつけに行くのか。夜になったら狭山が戻ってくる。そうしたら一人で奴のところへ向かう。それまでの時間、久々に遥と街を楽しむさ。あんた一家にいた。お久しぶりです。どうしたんだ、こんなところに。ええ、ちょっと。春が少し桐生に話したいことがあるんだ。表にいてくれないか。うん、分かった。これを見てもらいたい。倉橋の持っていたデータをコピーして須藤に解析してもらったんだ。これは狭山と合田隆二の経歴だ。合田隆二の両親の欄を見てみろ。ジョン・スヨン。まさか狭山薫と合田隆二の母親は同一人物なんだ。ということは今帰ったわ。どうしたの？そんな深刻な顔をして。いや、彼とは初めてだな。警視庁4課長の須藤警視正だ。はじめまして。はじめまして。府警4カ所に警部補の狭山薫です。私は捜査の続きがありますので、これで。あ、どうして本庁の4課長がここへ？例の爆弾騒ぎのことで俺に事情を聞きに来たんだ。それで爆弾はどうなったの？すべて解除できた。そう。それはよかったわ。倉橋が持っていたディスクはどうなった？府警のシステムでも解析できなかったわ。
そうか。合流会の方はどうだったの？どうにか撃退できた。残るは龍二一人だ。一人？そうだ。奴は俺との決着を望んで一旦退いた。どこにいるの？カムロ町の一番高い場所、そこで待つと言っていた。カムロ町ヒルズのことか？おそらく。あなた行くの？ああ、あいつとの勝負避けて通ることはできない。行かせないわ。何？私は府警4課の主任よ。殺し合いをしに行く人間を見過ごすことなんてできないわ。今になって何を言ってるんだ？ただ私は警察の人間として言ってるだけよ。そうか。だが俺は行く。勘違いしないで。あなたはまだ私の監視下にいるのよ。する気になればいつでも逮捕できるわ。ならすればいいさ。どうしても行くのね。ああ。ならその前に行ってほしいところがあるの。なんだ？今うちの課長が警視庁に来てるの。あなたに話があるそうよ。何？別所さんが？ええ。近江高島会の動きが怪しいの。多分そのことよ。どうする？言ってもらえる？ああ、分かった。さっきの狭山の態度気にならなかったか？ああ。関西で何かあったんじゃないのか？それに府警の4課長がこんなところに呼び出すってのもおかしな話だ。誰もいないようだが、これはどうしたんだ？これは狭山か？これでいいわね。こんなところに呼び出してごめんなさい。私にもしものことがあった時のためにこれを残しておこうと思いました。私が知っているすべての情報と今の私の正直な気持ちをあなたに聞いてほしかった。少しの間時間をください。たった今府警のシステムで倉橋が持っていたディスクの解析に成功したわ。そうしたらあることが分かったの。私と郷田隆二は血のつながった兄弟だったのよ。多分河原さん、いや私の父があの現場から救い出した子供が郷田隆二だったのね。今の私にとって唯一血のつながった人間が郷田隆二だなんてこんな皮肉ないわよね。あれだけ憎んでいた極道組織の男が兄弟だったなんて。今の私にできることは郷田隆二に全てを話し、この無駄な構想に終止符を打つこと。彼のたった一人の肉親として、そして府警4課主任の任務としてね。あなたが私に話してくれたこと、2人で歩いた大阪の街、
忘れたりはしないわ。ずっと胸に刻んでおく。それが私にとって唯一のあなたとの思い出。それでいいのよ。やっぱり私とあなたは住む世界が違うんだもの。心を許した私がいけなかったのよ。それだけ。あなたは素敵だった。ごめん、笑顔で別れようと思ったのに。あなたの言う通り、宿命から逃げずに生きてゆくね。さよなら。狭山。薫！カズマ。こりゃどういうことやねんな、桐生さんよ。龍二。動かないで。合田会長返しなさい。あそこにおるわ。好きにせえ。会長、無事だ。で、姉ちゃんは何をしに来たんや。あなたを逮捕しに来たの。何を今さら。自分かて登場会とつるんでいろいろやっとったやないか。そうよ。だからあなたを逮捕したら私も出頭するわ。一緒に刑務所にでもどこへでも行きましょう。なんやと。もうこれ以上家族が死んでしまうのは嫌なの。家族やと。何アホなこと抜かしとんねん。合田隆二、あなたは覚えているはずよ。炎で燃えるビルから助け出されたことを。それが何やっちゅうんや。あなたも知っているでしょ。自分が人言派の生き残りであるということは。せやからそれが何やねん。あなたが知らないところでジョン・スヨン、つまりあなたの母親は生きていたの。名前を変えてね。河原祥子、私のお母さんよ。あなたと私はジョン・スヨンの血を分け合った兄弟なのよ。どういうことへ。私はあなたを助けたい、たった一人の兄弟として、そして一人の刑事として。だからもうこれ以上戦うのはやめて。合田隆二さん、あなたを逮捕します。嘘え。わしに妹がおるなんて。お嬢さんの言う通りや。今までほんまのことが言えんですまなんだ龍二。26年前スヨンが関西へやってきてすぐ私たちは知り合うた。蒼天堀のしがない酒場。偶然私はその店でスヨンと知り合うて彼女の素性を知った。組織から逃げる毎日。スヨンはお前という子供を抱えて疲れ切ってた。生活に余裕のあった私は彼女を助けるつもりで援助を申し出た。その後私はスヨンを身請けした。けど
関西へスヨンを追いかけて赴任してきた河原という刑事にスヨンとの仲は切り裂かれた。私の父のことね。そうや。仕方がない話や。私は所詮極道もん。スヨンも生活のために私についてきてることは分かってた。つまりわしはおかんに捨てられたっちゅうことか。違う。私が望んだことや。去っていくスヨンにお前を欲しいと言うた。私にとってお前は本当の息子以上に。うるせえ。そないなことはどうでもいい。龍二、わしは今まで孤独の中で生きてきたんや。合田陣中極道を超えることだけを考えてな。せやからわしは人言派みたいな連中と結託してまで戦争を仕掛けたんや。お前やはり26年前の事件を。関係ない。わしにとっちゃ復讐とか恨みとかどうでもええ。奴らと利害が一致した、それだけ。さあ残るはあんたとの決着だけ。待ちなさい。私の話は終わってないわ。合田隆二、やはりお前は俺が思っていた通りの男だ。どういう意味や。自分の生き方を変えられない。ただバカ正直に己を信じて突き進む。知ったようなこと。俺の親友だった男によく似てる。戦うことこそが生きていることの証。そういう男には俺も全身全霊をかけて答えるぜ。カズマ！薫、すまない。よっしゃなら一丁派手に極道の花探せようやないか。覚悟はできとるやろね。会長、すみません。いいんです。これで。あんたのおかげで龍二の心の声を初めて聞くことができました。おおきに
ありがとうございました。合田会長。今まで私は大切なことを龍二に隠し通してきた。ほんまのことを言えば龍二が私の元から去っていってしまうと思ったからです。狭山さん。はい。龍二の父親として息子が犯した罪を一緒に背負うつもりです。会長。私も近江の大門を背負うてきた男です。けじめだけはきちんと取りたいんや。龍二と一緒に逮捕してください。お見事や。合田会長、桐生さん、ここまでは見事に私の筋書き通りに動いてくれました。まさかその声は寺田。どういうことや。これは全て私が描いた絵図なんですよ。26年間考えに考え抜いたね。それじゃあなたが。そう、キム・デジン。26年前の事件最後の生き残りですよ。お前どうして死んだふりなどしたんだ。あなたという人間は理屈じゃ動かない。死ぬくらいのことをしないと動いてもらえないと思いましてね。なぜそこまでして俺を。あなたが動けば近江も動く。そして関東と関西は一触即発の状態になる。そういう筋書きです。じゃあお前は龍二を焚きつけるために杯の話を持ち出したんだな。ええ、龍二は東上会と近江の杯など絶対に認めるわけがない。予想通りクーデターを起こして関東に牙を向けた。そしてあなたに倒される。まあこれも計算のうちでしたがね。龍二もお前たちの標的だったっていうのか。そうです。龍二は我々の掟に背いた。だからです。龍二は神宮音派として行動することを拒み続けた。彼にとっては26年前の恨みなどどうでもよかった。頭にあるのは自分が頂点に立つことだけ。それならそれを利用して最後は掟に従い死んでもらおうと思ったんですよ。寺田。桐生さん、あとはあなたを片付けて東上会を潰せば全ては終わる。長かった。やっとだ。寺田幸雄として生きた26年間。あと少しでそれも終わる。あなたたちを倒し、あの爆弾にスイッチを入れれば全てが終わるんだ。爆弾気がつかなかったんですか。あなたたちの目の前にあるじゃないですか。どうして。爆弾は全て解除したはずだ。倉橋の分ですよ。あなたの父親河原次郎が殺した倉橋のね。あなたたちは私の同志、いや親友を奪い去った。だからその復讐をする私が用意したんですよ。このスイッチを押せばカムロ町が火の海になります。本気なの？安心してください。この爆弾が爆発する頃、
あなたたちはすでにこの世にはいないんですから。寺田、何ですか？最後に教えろ。お前はあの時風間のおやっさんの墓前で嘘をついたのか？何が言いたいんですか？26年前お前を助けたのは風間のおやっさんなんじゃないのか？なんでそれを？26年前のあの日、俺はお前を見ていた。어떡하지 영민아? 씨발 이래서는 오래 못 버텨. 이놈아! 좋아, 우리도 가자. 인욱의 원수를 갚아야지. 그래, 뒤에서 치면 이길 수 있을 거야.生きろ。お前らは若い。命を無駄にするな。生きろ。そうだったんですか。あなたがあの時の。確かに私と四民は風間さんによって命を救われた。寺田。その後私は復讐をするため風間さんを狙い続けた。来る日も来る日も。だが風間さんはそんな私を逆に世話し近江へと導いてくれた。そうか、それでか。お前が近江に入った後、堂島の風間という男がお前のことを頼みにやってきた。私に手をついて何度もお前のことを。寺田、お前風間のおやっさんにそこまでしてもらって人間としての恩はねえのか？桐生さん、まだわからないんですか？私はジングオン派の構成員です。ジングオン派の掟は全てに優先する。たとえ親だろうがやるときはやる。それが私たちの宿命です。血の通った人間の言葉じゃねえな。ええ、私たちは人間であることを捨てた集団だ。そうでなければ26年間も恨みを抱えてこのような復讐を計画することなどできません。とにかくあなたを倒さなければ終わらない。
死んでもらいます。ここで終わりにしましょう。桐生、まだや。もうお前との勝負は終わっている。遅かったやないか。高島、あなたには感謝している。私にとって邪魔な人間を予定通り次々と葬ってくれましたからね。動かないでください。ご苦労だったな。あとは私に任せろ。全てお前が裏で仕組んだんか。薫！会長のおっしゃる通りです。寺田の動きを知って裏で画策したのは私です。近江連合を裏切って神軍派と手を組むんか。裏切る？何をバカなことを。高島は神軍派と目的が合致した。東上会を潰すという一点でな。そう。そしてその目的は果たせた。だからもうお前は用済みだ。寺田自分が利用されているとも知らずバカな男だ。やはりお前という男は。高島、お前高島、お前近江をどないするつもりや。ご安心ください。私があなたの後を引き継ぎます。そんなことは許さん。メイドの土産に教えましょう。私は近江連合6代目となり東上会を傘下に収める極道社会の全国制覇です。さらに神言派も抑え海外へ進出する。それが私が書いた最後の絵図です。お前ゴーダさんどいつもこいつもバカばっかりだ。どうしてこう人を信用するのか信じられん。わしは心の底からお前のことなんか信じちゃいない。なんだまだ生きてたのかこの死に損ないが。お前の思った通りにはならん。今にわかる。まったくうるさい連中だ。桐生さん、あんたしかいない。
この男を倒してくれ。寺田！最後に俺を信じて。何？畜生、なんてことをしてくれたんだ、このバカ野郎が！少しでも動いたら前技打ちますよ。構わないわ、撃って。薫！カズマ、撃つのよ。いいから撃って。桐生一馬、お前には撃てない。人を見殺しにできない。それがお前の弱さだ。カズマ！バカな男だ。お前もあの男のように死ね。龍二！お前みたいなバカに裏をかかれるとは。男はのバカなくらいでちょうどええんや。我のような計算高い男は所詮天下など取れんのや。本物の竜は一匹でその通りだ。ちょっと何してるの？爆弾のスイッチが入ってるのよ。あと5分で爆発するわ。ねえ、頭がぼーっとしてきよった。早いとこ蹴りつけようやないか。早く逃げるのよ。やめてよ、ここから逃げましょう。断る。お前は行け。そして生きろ。俺にはまだやることがある。こんな男初めて。さすがわしの妹が惚れた男や。こいつの言う通りや。はよ逃げ。何言ってるのよ。私はもうこれ以上家族が死ぬのは嫌だ。好きな人が死ぬのも嫌なんや。分かってる。だったら今すぐ。うっさいわボケ。なあ、わしらもうボロボロや。どうせ助からん。時間がないんや。でも一生に一度や。兄ちゃんの頼み聞いてくれへんか。
互いあんま時間はないな。ええか、行くで。ああ、手加減はしねえ。来い！匂いや。おかんと同じ匂いや。おかんのことを覚えとるんか？そうか。かわいそうにな。顔も覚えとらん時に別れてしもうたんか。どんな人やった？お前によう似とるわ。初めてお前に会うた時、おかんを思い出したからの。こないにかわいい妹がおったとは。もっとはよ知っとればな。こんなことにはならんかったかもね。いや、わしの体には人工派の血が流れとるんや。いずれこうしてのたれ死ぬ運命やったんや。まあ思ったより長生きしたわ。笑顔を見せてくれや。おかんの笑った顔が好きやったんや。お兄ちゃん。顔や。爆発まで時間がありません。桐生、聞こえるか？もうすぐ爆発する。早く逃げろ。おじさん。カズマ。早く逃げないと危ないわ。お前だけ逃げろ。何を言ってるの？俺はもう動けない。諦めないで。私が背負っていくわ。お前だけ逃げるんだ。分かった。
それなら私もここにいる。あなたを置いて逃げられないわ。俺のことは放っておけ。そんなことできない。早く逃げるんだ。うるさい。私はあなたと一緒にいるの。キリュウ、聞こえるか？早く逃げるんだ！伊達さん、これ以上近づくのは危険です。時間もない。我々も退避します。キリュウ、おじさん！あと1分ないのか。はるかちゃんのこと裏切っちゃったね。そうだな。でもきっとはるかなら分かってくれるさ。そうやね。しっかりもんやしね。怖いか？でもこんなにあったかいのは初めてや。ありがとうね。私、ずっと忘れないよ。寺田のおじさん、本当にありがとう。あの爆弾が偽物だったとは、寺田が一番の役者だったな。ああ、奴が言っていた通り、高島のことは心から信用しちゃいなかったのさ。そうだな。最初から爆弾の信管は抜かれていたわけだしな。鼻から爆発させる気はなかったってことだ。しかしまあ、爆弾が起動した時はどうなるかと思ったぜ。ああ、だがあの時寺田の判断がなければ高島の思い通りになっていただろう。お前、あの爆弾が爆発しないことが分かっていたのか？いや、分からなかった。だが奴は最後に信じてくれと言った。お前に何を信じて欲しかったんだろうな。多分風間のおやっさんへの気持ちだったんだと思う。今思えばな。なるほどな。その言葉に嘘はなかったってわけだ。ああ、